チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。皆様、いつもですね、30分ちょっと遅くしてるんですけれども、お集まりいただきありがとうございます。最近ちょっとですね、スタートが遅くなってしまうので、時間変更をですね、公式にしようかとちょっと考えておりますが、いつもですね、待っていただいてありがとうございます。本日は時事雑談として、アメリカ情勢と石油危機、次に高市内閣の外交や政策の数々の問題、FIFA ワールドカップその他の社会問題、デモや抵抗運動の話など多岐にわたる話題を説明していく予定でございます。詳しい順番などは参考リンク集などを、お読みください。現在進行形の社会問題、政治問題、差別やヘイトスピーチ、実在の政治家や著名人について取り扱いますので視聴にはご注意ください。またカラスマ配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く扱ったり誰かを笑いたい一切ありませんのでよろしくお願いします。配信チャットやコメント欄については、差別を禁止しておりますので、そういった書き込みはご遠慮ください。ということで詳しいルールについては概要欄を読んでください。ということでですね、生姜さん、音花風花さん、ラートンさん、ミニラトルさん、ペタさん、サパタさん、無欲さん、伊沢さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。そうですね、レインボープライドということで皆様、先週のですね、ですね、トークスペースでは出演いただきましてありがとうございました。4人中3人いらっしゃいますね。本当いつも支えていただいてありがとうございました。石油危機という名のアメリカ、イスラエル、日本問題ですね。はい。ということで、ホワイトハウスの話などはいろいろやっていきます。ということでですね、本題に先立ってお知らせなんですけれども、からしさこカラスです。これで全員揃いましたね。はい、先週のトークスペースありがとうございました。はい、ということでですね、先ほど群馬県、埼玉県で震度5弱の強い地震がありました。被害で遭われた方、無理して全然ライブ配信、リアタイしなくても大丈夫なんで、はい、自分の身の安全を守ってください。よろしくお願いいたします。ちょっと内陸なのが怖いですね。はい。ということで、パビーさん、コンカラスです。いや、ほんとね、話すネタありませんっていう日が来たらいいんですけど、当分そんな日は来なさそうにありませんね。はい、強い地震でしたので、本当皆さんお気をつけになられてください。関東の方お気をつけられてください。はい、そして、ですね。私なんですが、スレッズとインスタについに出張いたしました。といっても、ツイッターのやつをリポストしているだけなんですけれども、早速ですね、ちょっと炎上したりとかいろいろしているので、よかったらですね、フォローしていただければと思います。はい。南海トラフをもろに受ける地域なので備えないとなということで、いや、本当に国がこんな状態だとね、備えてないと怖いですよね。しかもひどい話題ばかりだというね。はい。そして安倍晋之助氏の家庭内暴力防止プログラムの受講を求めます2444人集まってますね。はい、ということでまだまだ署名募っておりますので皆さんご協力よろしくお願いいたします。カラスマトークスペースに来ていただいた生姜さんの署名です。はい、音花風花さんの署名です。はい、そして佐野海舟の日本代表収集を撤回しろということでもう出場してるけどもう知らんということで、帰ってきたらね1万人にして、突きつけてあげましょう。はい、署名してください。はい、よろしくお願いします。なりすまし等の未然を防ぐためにもアカウント作っておくのはいいと思います。そうですね。なんかね、2回ぐらい、インスタ君に凍結されるという謎の現象が起きたんですけど、それは後で説明いたします。はい。署名皆さんよろしくお願いいたします。そしてですね、ちょっと宣伝なんですけど、フレーベル館から、6月19日ですね、いらないものがいる街でという村上正文さんの、新作が、なんと絵本らしいです。初の絵本かな、発売されます。心を閉ざした少女ミアが迷い込んだ
いらないものがいる街、ミヤを心配した街の住人たちはしたことはということで、見本いただきました。6月19日発売です。あなたがするべきことは一つ、あなたがしたいと思うこと、今の時代だからこそたくさんの方に手に取ってほしい作品ですということで、カラスマラジオにもなんか、来ていただいている村上正文さんの新作でございます。はい、皆さん読みましょう。私も楽しみにしています。はい、ということで、ただの宣伝なんですが、あともう一つ宣伝なんですけど、眠れる森、歌ってみたオリジナル MV ということで、音花風花さんと、千尋さんという方が、コラボしてですね、新曲を出されております。はい、皆さん聞きましょう。私はさっきまで聞いてました。これらのリンクはですね、すべて参考リンク集から辿ることができますので、よかったらクリックして、確認してみてください。ケイトさん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。はい、スレッズはですね、しかし危険です。はい、危険性を私実感しました。はい、なので後で説明します。なんで普通に出られるかわからない。いや、ほんとね、佐野海舟何考えてんですよかね。はい、村上さんの絵本です。村上さんは子供たちのために声を上げて続けておられる児童作家様です。ぜひ応援されてくださいということで、はい、皆様応援よろしくお願いします。スレッズやめました。やめた人がいる。はい、ということですいません。最初お知らせ長くなっちゃったんですけれども、はい、早速本題に入っていきます。アメリカのイラン戦争の敗戦と、石油危機ということで、まあ、皆さん知っての通りだと思いますが、アメリカは敗北しました。米とイランの合意、米の支配力の限界を示したトランプ氏の戦争が終了へということで、BBC のですね、音体ことジェレミー・ボーエン国際編集長が長文の記事を出されております。まあもうこの内容が全てだと思いますね。この戦争はドナルド・トランプアメリカ大統領にとって最悪の外交上の失敗となった今のところではあるが、この戦争の結果アメリカは敵を抑止しづらくなった。この戦争の結果湾岸で石油を生産するアラブ諸国との同盟関係が損なわれ、激動の中東において空主制の湾岸諸国が安定のより行だというビジネスモデルが損なわれ、修復するのは今後何年かかるかわからない。すでに同盟関係の多様化についてみんな話し始めている。ペルシャ湾の向こう側にいる近所にいるイランと今後どうやって共存していくかということをサウジアラビアなどは、戦々恐々として考えていると、いうことですね。はい。本当なんでこんなことをしたのっていうとしか言いようがないトランプの暴挙だったんですけども、はい、トランプによるとアメリカとイランの合意においてホルムズ海峡が再び開かれるということなんですけど、お前が戦争するまでホルムズ海峡は開かれてたんですよ。中東では1万人前後の人が殺されました。アメリカとイスラエルによってね、家屋や企業が破壊されました。海峡経由が運ばれる原材料に依存していた肥料の製造が打撃を受けました。今年後半には貧困国で大勢が飢えに苦しむ可能性があります。特にサハラ以南のアフリカが危機にさらされており、日本も全く他人事ではございません。はい。本当ね、なんか私はなんかね、少しだけでもアメリカの保守派の人たちはイラク戦争を後悔してくれていると感じていたんですけど、全くそんなことはなかったっていう話でしたね。はい、今回の戦争は全ての当事者にとって惨めな出来事でした。トランプ氏は20月28日にイラン国民に自由の展望を約束しましたが、イランの人たちはより強硬になった冷酷な政権に支配され、この政権は1月にイランの人々たちを大勢殺しました。その絵は当たり前ですけど罪は拭えません。アメリカは依然として巨大な経済力と軍事力を持つ大国であるが、しかしイランと戦争するとトランプが衝動的に勝手に決めた結果、アメリカは今や変わりゆく世界で自分たちの圧倒的な力を維持するのに苦心する、そういう超大国に見えているというか、いつアメリカ支配終わるんだろうなという感じになっていますね。いや、それは私みたいな人間にとってある意味望ましいことではあるんですけれども、それでイランの人を勝手に殺していいことにはなりません。はい。ナミさん、道の海賊さん、おばさんさん、こカラスです。忍び、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び。ほんと広い人みたいでしたよね、終始ね。何言ってんか分かんなかったですしね。米帝の凋落、帝国主義戦争の敗北、何なんだこいつらはというですね。ほんと大迷惑殺人、お前が始めた物語だろうと。大量虐殺、大量破壊をしただけということですね。はい。戦争は損だという認識がね、特に若い世代の人たちには広がっていったらいいなという希望はありますけれども、だからといってね、本当犠牲になった人たちをね、そういうふうに当然視していいわけではありません。本当に哀悼の意を表します。そして
まあ、ただ戦争は終わったわけではありません。これからですね、トランプ氏とそのチームは記録的な速さで軍事的には平凡であっても極めて危険なイランとの、戦争に敗れたばかりです。政権イランイスラム革命防衛隊はそのまま維持されています。ホルムズ海峡はイランの支配下にあります。凍結されていた数十億ドルの資産がイランに流入します。核兵器防止も実質何の保証もなくむしろ悪化します。イランは政権の存続という主要な戦略目標を達成した一方でアメリカは自らの目標を何一つ達成できなかった。和平合意が実現したとしたらイランに得が多すぎてテヘランにトランプの銅像を立てていいレベルです。レバノンを含む全ての戦線での恒久的停戦、アメリカはイラン内戦での不干渉、海上封鎖を30日以内に解除、まあこれはすぐしてくれると信じたいところですけどね。米軍はイランから撤退します。イランの取り決めの下でホルムズ海峡を30日以内に再開します。アメリカと同盟国が3000億ドル規模のイラン再建計画を提供。ただこれはですね、今言われてるように日本が支払われる羽目になるんじゃないかとか言われてますけれども、今のところちょっと流動的みたいなので、そのまま鵜呑みにしない方がいいです。ただ BBC は報じています。イラン産石油及びエネルギー製品に対する制裁終了。イランは核兵器を製造しないという約束を再確認し、アメリカは周辺地域で軍備を増強せず新しい制裁も課さないということですね。はい。まあイランの完全勝利ですね。というか、この条件でいいんだったら最初から戦争やめとけって話ですよね。何のためにほんと2ヶ月も3ヶ月も4ヶ月も引き延ばしたんだよ。もう3月の時点でこれ合意できてたでしょ。はい。ということで、ドラさんをタイム3、一ノ瀬さん、コンカラスです。もう自衛隊を派遣、その話は後でします。損得感情では考えるのは確かに危険ですね。日本が損するからといって反対するわけではないのですけれども、まあ、ただこれをね、一連の戦争の加害者たちにはね、どれだけ批判しても足りないとは思います。無条件降伏に近いですよね。うん。まず人を殺すなという当たり前のことが言えない世の中にもうなりつつありますからね。はい。ただまあこれで全く終わりの話ではないですね。やんと思って中身を読みましたよ。世界の船をエンジン始動して石油を流せ。覚書の実態は停戦60日延長と核交渉スタートで、いや延長しただけやん。即時かつ永久的な終了宣言。60日で切れるものを永久というな。19日ジュネーブで署名予定。まあ22日あたりでまたなんか協議するとか言ってるんですけど、2週間停戦ホルムズ解放で原油暴落。数日でレバノン攻撃破談寸前。ホルムズ実質閉じたまま原油100ドル超にで100戻りのデジャブがあります。地味に聞くのが通行料なしの一言で、ここで料金なしで勝利宣言したので、イランが条件で素直に乗るかは未定だし、まあ、どのような支配の仕方をしてくるかというのはですね、全くわからない。もちろんドクターパパさんは悲観的なですね、こういう予測を言う方なので、そういう方なので、そこを割り引いてみなきゃいけないです。もちろんわざと言ってると思うのでね、そこは割り引いて聞かなきゃいけないですけれども、まあ、合意したと双方が発表しただけなので、金は一切動かない。資産凍結の解除が合意の柱とか、まあ、真逆のことを言ってるように見えたり、後でちゃんと詳しく言いますけど、イスラエルがレバノンを空爆しています。で、条件でバラバラで、隣で戦争も継続しています。事態の収束に向けた大きな一歩だと高市さんは言っているんですけれども、オイルショックも今夜収束でという理屈ですよね、と。これを歓迎するのはせめて合意がきちんと成立してからにしてほしいということで、6月15日の時点でですね、高市さんはなんか、素晴らしいことですみたいなことをまた X ポストしてるんですけれども、何なんだこの人は本当に。だからこんなんだから何の役目も日本が果たせなかったんでしょうと、まあ文句の一つも言いたくなりますね。イランに3000億ドル支払い、決して閉鎖されていなかったホルムズ海峡を再開させた頃のアメリカ人ということで、こういう風刺 GIF がバズっておりますが、本当に何やってんだろう、この人たちは。人を殺しておいて、まあ、という感想しかないですね。はい。どうも、キレオさん、コンカラスです。安全の人たちで殺すなのような広告、まあいろんな人たちがデモやね、で掲げてはくれてますけれどもね。はい。そうですね。何か残る形にした方がいいかもしれないですね。高い位置にこの戦争の勝ち負けの認識。いや。戦争損得感情で考えるならばどれだけの人が資本主義に殺されているのかという話ですよね。ほんとね、こんな茶番というかホルムズ海峡が閉鎖してたらお前らのせいだろとしか言いようがないですね。もちろんこれは皮肉でポストされてるんですけど、
ホルムズ海峡、トランプ氏が再開を主張するが、ほとんどの船舶が依然動かずということで、これが今日の11時のポストですが、CNN の報道しました。米国のトランプ大統領はイランとの間で14日に成立した合意条件に基づき重要なホルムズ海峡が再開されたなどと身勝手に主張しているが、海運業界の関係者にそこまでの確信がないのが実情である。船舶は脱出できていません。実際に船は動いていません。米国とイランによる声明は現時点では不明確であり、時期や安全な航路といった重要事項について十分な情報を提供していないと、主要な国際選手団体であるバルチック国際海運協議会の安全保安担当最高責任者は声明で述べた。詳細が不足しています。そしてこれまで過度に楽観的に安心材料が示されてきたことを踏まえると、過度に楽観的な安心材料が示されていた経緯を踏まえると、海運業界を取り巻く安全保障環境は依然として不安定であり、現時点で船舶が航行を開始するのはまだ非常にリスクが高いと私どもは考えています。選手に対しては引き続き徹底したリスク管理を行うよう助言するとともに、全ての関係者に対し船員の安全を最優先に考えるよう求めていますということで、まあ、船乗りとしてはね、当たり前の態度ですよね。いつイランのドローンが来るか分かんない状況で、船をもころこ出すバカがいますかという。はい。なのでですね、なんとかして安全に出ていってほしいものなのですが、まあ、アメリカがね、封鎖を解いたとしても、まあ、イスラエルがラリーしてくるか分からないという状況なんですね。はい。船を出さないとヒアリングする。いや、本当にいそうだから嫌なんだよな。はい。そしてですね、日本への影響ももはや致命的なものになりつつあります。13日にこれ共同が報じまして大変な話題を呼んだんですが、製造業の4割が半年以内で事業の限界、中東情勢悪化ということで、衝撃的な調査が IT システム開発会社レジリア東京の調査で分かりました。約6割が業績や事業継続に支障影響があると答え、4割の製造業の方々が半年以内に事業が限界に達するのではないかという懸念を抱いているそうです。ホルムズ海峡の事実上封鎖で石油関連製品の価格が高騰しています。最も影響が大きいコストとしては原材料価格が 63.9%、コスト上昇分について製品価格にほとんど未転嫁であり、全く転嫁できていないが合わせて 48.2% に上り、十分に転嫁できているは 4.5% にとどまった。原材料や部品など調達への影響について解決の見込みがない、あまりないは 51% に及び長期的な対応を覚悟していることは浮き彫りになった。人員削減実施中 3.2%、検討中は 12.8% だったということで、いやー、もう絶望的なちょっと状況ですね。だから停戦がまあ合意したからといってだから高市政権がちゃんとですね、こういった製造業の方々に救済措置をしないと本当に潰れちゃいますよ。半年持たないでしょう。はい。だからですね、本当、変な法律とかで、議論してる場合じゃないんですけど、事業継続できない企業に対しての補償とか、そういう国民の生活への対策は今国会で話し合われてるんでしょうか。悪法の知らせの陰できちんとそういう話が進んでいるのでしょうか。それとも足りているなどと言い続けるのが対策なんでしょうか。ということで、全く、私と同じ思いですけれども、だから補正予算が成立したからってこういう人たちを救済するってちゃんと明言してないわけですからやらないよね。万博のパターンからするともう日本の製造業がどうなっても我々のだから知らないとは言いたくないけれどもどうにもできないですよ。お金ないんだから。いや、本当に何もかも全てひどいですね。根本の原因にはトランプには大統領、現実逃避の高い位置には首相を辞めてほしい。いや、本当にね、2人が退場すればね、だいぶ状況は良くなりますからね、全てそれで解決ではないですけどね。この状況を差し置いて国民投票法活性やら国旗損壊罪やら文句言うやらしてるの何なんだ本当はっていうですね、その話はまあ後半でしますが、いやー、本当何も考えてないんだろうな。LF100 さん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。
はい。原油価格上昇でアスファルト価格も急上昇しております。このままだと公共事業が予算不足になってますます道路が穴だらけになるんじゃないでしょうかということで、当然ですけども重油由来のね、石油化学製品であるアスファルトの値段もなんか爆発的なことになっているそうです。ナフサもこれぐらいの釣り上がり方してるんですけれども、ナフサはね、すべてのプラスチック材料に添加されるんですけれども、アスファルトはね、直接的にアスファルトの値段になりますので、もう公共工事できなくなるんじゃないですかね。はい。本当中小企業がどうなるのか知ったこっちゃないみたいに思ってるとしか思えないし、もう中小企業の人たちはね、遅すぎるけど、もっとガンガン声明出して、もうとにかく戦争終わりそうなんだから、なんとか金出してくれと、つなぎの金を出せというふうに言わないとダメだと思いますよね。こんな国嫌だよって政権与党が現実逃避してるのは救いようがないですね。はい。そしてただですね、我々の平和の敵といえばイスラエルです。はい。私が全くこの停戦案に関して悲観的なのは、やっぱりイスラエルがですね、全くこの内容を認めてないと言われているからです。ネタニヤフは歯に物挟んだような言い方をしてましたが、イスラエルの極右の閣僚は米イラン合意を非難し、我々を縛り付けるものではないと断言しています。イスラエルの極右であるイタマル・ベングビール国家治安省は15日、レバノンを含めた中東での戦争を終結させるために米国とイランの間で結ばれた和平合意を強く非難し、イスラエルはこの合意に拘束されないと明言したと。ベングビールはね、さすがにこういうこと言うのは、この人、わざとやってる極右の人なんで、言ってないんですよ。アメリカを非難するようなことは言わないようにしていたんですけど、この間。ついに言い出したそうです。ベングビルは自身のテレグラムでドナルド・トランプ大統領の合意は我々を縛るものではなく、我々はこの合意の当事者ではなく、この合意は我が国の安全を保障するものではないと。レバノンのヒズボラの解体以外の何者にも妥協してはならず、テロリストからは一日たりとも撤退してはならないというふうに、明言したそうです。ベングビルだったら当然そう言うだろうなという感じなんですけど、なのでイスラエルはですね、戦争を続ける気満々ですね。はい。どうすんのよ、これ。本当に。万博に関わった建設事業の中にも自ら命を絶ってしまった方がいました。すでに間に合っていないことを思うとこれから先も暗く思いますって。いや本当にね、はい。だからさ、なんで悪いけど本当右翼の人たちはなんでこの国を非難しないんですか？あなたたちの宗主であるアメリカ様を非難できないのは、私は全くそれも許せないけれども、そういう人たちだって分かってるからいいですよ。なんでイスラエルを非難しないの？国外追放者じゃないですか。だから大使をペルソナノングラータで返して経済制裁浴びせなきゃダメでしょってこんなこと言ってんのは。だからそういうふうに日本みたいなね、だから戦争は損得の問題じゃないですけど、日本みたいな結構被害がでかい国がそういうことを強気で言わないと、イスラエルはいつまで経ってもやり続けると思いますし、トランプはもう止めないと思うので、はい。ですね。とにかくね、やめろと言うべきですよ。とにかくやめろと言うべきだし、やめないんだったら経済制裁するっていうふうに言うべきだと私は思いますけどね。はい。なんでしないんでしょうね。はい。ね、足尾市の陥没事故もひどかったですね。はい。これが右翼です。白人だから就職氷河期すらできなかったし。アマリッチさん、コンカラスです。アメリカはシオニスト国家を利用して西アジア地域を支配してきた歴史があると思うので、私の限りでは両国は離れがたい。いや、イスラエルとアメリカはだから離れないと思いますよ。はい、全くおっしゃる通りです。だからね、離れるわけないし、結局ネタニヤフの言うことに文句言えないんですよ、トランプは。だから、こうやって戦争を続けると極右の議員の口を借りてネタニヤフが主張したら、ネタニヤフはこういうのね、もちろん知ってて言わせてると思うので、周りの国がなんとか非難しないとですね、絶対やめないですよ。はい。だからといってもちろんイダヤ陰謀論を唱えるべきではないですけれども、当たり前ですが、はい。で、トランプはネタニヤフ氏を非難、非常に厄介な男、遅いわ。
お前、最初からそういうことを言ってたでしょっていうか、あなたがだって非常に厄介な男なんですけど、どういうことなんですかということで、まあなんかね、放送禁止用語を並べ立ててネタリアフを罵倒したらしいんですけれども、まあ何の意味もないですね、もはや。だから、トランプがこうやって言ってきても、無視すればいいということをイスラエルは学習してしまったと、ついに学習してしまったと思いますので、もう誰にも止められるのではないかと思います。恐ろしいことだと思います。はい。まあそうですね。結局西洋帝国主義を忠実に実践しているのはどっちかというと、まあイスラエルの方になりつつあるのかもしれないですね。もちろんアメリカの後ろ盾があってのことですけど、野鳥の陥没事故は5年。5年か。いやだってアスファルトもないのにどうするんでしょうね。はい。どっちも消滅しろということで、はい。ということで、帝国主義に反対します。アルジャジーラがオリジナル動画で、まあ、証拠となるからだというですね、恐ろしい、作品を出しました。これは本当出色のドキュメンタリーです。非常に恐ろしい内容なので、ボディーズ・オブ・エビデンスですね。非常に恐ろしい内容ですし、まあ、この著作権上いろいろ問題あるので、スクリーンショットしか流せないんですけれども、本当に怖い内容なので、トラウマになる方は見ない方がいいと思いますが、そういうのはね、もう覚悟の上だっていう方はぜひ見てください。英語ですが、大体の内容はわかります。はい。日本語字幕を出すことも一応できます。一部出ないですけどね。はい。というかね、ナチドイツがユダヤ人を利用して支持を増やしたように、新たな形でのそうですね、ユダヤ系のっていう人たちは結局ね、まあ、そのイスラエルのユダヤ人の人たちは結局利用されてるだけなんだと思います。そういう意味ではね、ナチスの時代とあんまり変わってないんですよね、扱いが。はい。そして、まあ、一緒に紹介するんですけど、北欧リポート、グレタ・トゥーンベリ23歳の告白、長くは生きられない先鋭化した行動の代償って、これ、なんか見出しだけ見て、いや、JB プレス喧嘩売ってんのかってやるぞ、コラって思ったんですけど、これもですね、いい記事なので、よかったら読んでください。釣りです。つむりサムネと釣りタイトルです。なので、まあ、書いてる人はまともな人です。イスラエルから、まあ、グレタ・トゥーンベリさんはですね、テロリストともう断絶されちゃってまして、スウェーデンもですね、だんだんトゥンベリさんに対する態度を変え始めているという話が出ております。なので、このままですね、まあ、グローバルスムードフロティラの時もね、拷問に近い扱いを受けたということで、彼女伝えられてまして、私も非常に心配してるんですけれども、このままだとね、世界最高の環境活動家の一人である人物が潰されてしまうかもしれないので、本当それもとんでもない話だと思いますし、まあ、トゥンベリさんを応援してね、支援しないと、今こそ世界がやらないといけないと思うんですけど、まあなんかね、こういう世界になってしまっているので、なかなか正義が実現されないですね。はい。だからね、テロリストはイスラエル政府の方です。はい。全くそれしか言いようがないんですけど。奴らのっていうテロって何なんだろうっていうですね。はい。しかし、そんな状況もこれはマジでリアルタイムで進行中の国家崩壊の気まずい光景でございますということで、何が起きてるんだろうみたいな、誰もいないホワイトハウスの前でですね、サーカスを披露している人たちが画像で映っているんですけど、まあこれは何かというと、はい、トランプの80歳の誕生日が祝われたそうです。自己顕示欲あらわなトランプ氏80歳の誕生日を盛大に祝福、国家の恥との非難もということで、読売新聞らしからぬだいぶ攻めた見出しをしているんですが、米国トランプ大統領は14日ホワイトハウスで格闘技イベントを開き80歳の誕生日を派手に演出した。これか合意した理由はというですね、なんでトランプがこんな塩らしくイランの条件を飲んだかというと、まあ自分の80歳の誕生日に戦争を終わらせたいという、まあ願望だったのではないかということが言われております。こうした自己顕示欲の表れと捉えかねられない政策は、民主党や市民の批判を意に介さず公私混同の、政策を乱発しており、まあ以前も取り上げましたけど $250 紙幣を発行してみたり、まあこうやってね格闘技場を作ってUFC の人たちを戦わせてみたり、こうやってサーカスをやってみたりしたわけですね。もう終わってますね、この人物は。もう今すぐこのまあ少なくとも地球上のあらゆる公的機関からは去ってほしいんですけど、はい。いやー、まあこんな人をですね、なんかノーベル平和賞に推薦した人がいたと思うんですけど、誰だか思い出せません。はい。
池田さん、コンカラスです。トランプの誕生日会ってトランプの慈悲なのかないや、普通にアメリカの人たちの税金でしょう。サズデさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。いや、グレタさんが安心して生きられないトランプが誕生日祝ってる世界はどう考えても正しくないですよ。もう封建領主ですよね、これ。はい。いや、これはこっから恥ですわな。UFC の選手も差別的なスピーチしてた人がいたそうですね。まあ、ボイコットした人も名誉のために言っとくけど、いたそうです。さすがに。はい。高市がこういうことやらないように祈るほかないというですね。いやー、ほんと公私混同そのものですね。しかしですね、まあアメリカの世論の極右っていうか極右の人たちはもうだいぶ行くところまで行ってしまってまして、まあ女性の方々もですね、ちょっと危ないことを言い出しているそうです。ターニングポイント USA という、まあチャーリー・カークという人がやってた USA 会議で、女性が投票権放棄を主張ということで、テキサス州アントニオで開催されたターニングポイント USA の女性リーダーシップサミットというイベントで何人かの女性がより保守的な国を創設することを意味するのであれば選挙権を放棄する用意がありますと述べました。クリスチャンである女性としての私の視点は夫と私は一体であるということです。クリスチャンライトの大規模大会でカナダの CBC ニュースメディアに語った。私も彼と同じように投票します。ですから正直に言って、彼が私を代表してくれていると分かっているので投票権を放棄しても構いません。アメリカで女性の投票権がようやく得られてから100年程度しか経っていません。はい。なんで自ら得た権利を捨て去るんですかっていうか、それはあなた方の嫌いな左翼系のフェミニストの人たちが勝ち得た権利ではないんでしょうか。ということで、もうなんか呆れてしまうんですけれども、まあ、ただ維新とかがね、本当に選挙権をね、一体にしたいとか言ってた、よくわけのわかんない吉村博文って人いたじゃないですか。いや、本当にやりたかったら多分こういうことなんだろうなと思います。パートナーである男性が、この人たちの中では同性婚という言葉はないはずなので、男性がですね、自分たちの投票権を代表するから、まあ、ですね、独身女性とかにはそういう権利も与えなくていいみたいな、もうめちゃくちゃですよね、これは本当に。そりゃね、トランプが当選するわっていう感じなんですけど、まあ、白人女性は少なからずトランプを今でも支持しているそうなので、なんか終わっとんなという、まあ、日本もあまり人のこと言えないですけどね。はい。ということでですね。すげえ世界観。いつも女性の声を聞かないくせに、こういう都合のいい女性の声は聞くのは気持ち悪いですという、全くその通りですね。リーダーシップサミットでリーダーシップを放棄しますって言ったのに、それもすごいんだよな。ちなみに今はターニングポイント USA はチャーリー・カークの妻がやってます。左の人かな。エリカ・カークさんとニッキー・ミナージュさんですね。ものすごい反動主義。フェミニストが勝ち取ったから目の敵にしているのだろうか。無責任に愛の所有するのはやめてください。すいません。無責任に愛の所有をしているのはただどちらかというとですね、この人たちの方かと思いますが。夫を愛してるから正しいんだよみたいな感じですよね。いや、独身の人のこと少しは考えてっていう。時代に逆行してる。すげえ。吉村は子供と合わせて自分が3票持つとか言ってましたからね。トランス差別言説はこういう帰国陣営が盛んにばらまいてるのをタフの人々は分かってるんだろうか。なんか最近の人たちはもう分かってて言ってんじゃないかって気がしてますけどね。まあ、極右女性の主張ですよ、あれは。はい。俺の投票権も発言も言わせないよと、日本の片隅で静かに叫びながら切れておきます。こういう層がいるのがアメリカですね。はい。勝手に自分が投票しないことを選択するだけにしておいてほしい。いや、なんかニッキー・ミナージュさんは行くとこまで行ってしまった感じですね。なんかこれもう戻れないんじゃないかな、彼女は。戻ってほしいですけどね。はい。つうことでですね、最後に、ホルムズ海峡に数ヶ月間閉じ込められてきた船員の方々がこれ以上一人も欠けることなく戻ってこれますように、戻ってきて十分なケアが受けられますように、戻るための食料や物資の補給をどうか急いでほしいと。まあ、これがね、当たり前のコメントなんですよ。当然なんですけど、だからこういうことを言う方がですね、左派とか人権派の人しかいないっていうのはどういうことなんでしょうね。はい。誰もなんかやっぱり、ホルムズ海峡に取り残されている人たちのことを注目してないので、本当これだけは最後に言っておこうと思います。はい。
ニッキー・ミナージュは最近、すっかり極右化してしまいました。残念ですね。ですね。アメリカの文明が衰退期に入ってるんじゃ、いやもうなんか国家として衰退してますよね、これは完全に。ターニングポイント USA がこんな偉そうにしてるのおかしいでしょ。枝前家庭連合さん、ここからです。トランプの攻撃を正当化するのに盛んにイラン政府の弾圧を持ち出して人たちに結局イランの体制が維持されたままだったことの数を聞きたいのだそうですね。ちなみにイランは、女性のですね、学問とか自立は大変推奨している国なんですけれども、女性の被選挙権とかは事実上ございません。はい。なんか皮肉な光景ですね。はい。ということで、アメリカ・イスラエル戦争と石油危機でございました。はい。まあもうね、最初の30分でみんなぐったりしてらっしゃると思うんですけど、はい、ここからが本番でございます。はい、戦争に向かう高市政権、高速問題連発政権の話をしていきたいと思います。ちょっと動画が流れますのでご注意ください。高市総理は夕食会の場でトランプ大統領をはじめ G7 の他の首脳らを前に覚書の合意は事態の収束に向けた大きな一歩だと歓迎する意向を直接伝えました。合意を受け高市総理はイギリス、フランス、ドイツ、イタリアが出したホルムズ海峡の安全確保に関する共同声明に参加すると明言しています。この共同声明は機雷の掃海などに関与するとしていて、今後は自衛隊の派遣が焦点となります。外務省幹部は機雷の掃海が本当に必要になるかはまだわからない。また自衛隊関係者は機雷の状況が確認されない限り先行的に掃海の船を中東に出すことはないと話しています。日本政府はサミットのセッションの合間にトランプ大統領との個別の会談も調整しています。トランプ氏との直接会談が実現すればホルムズ海峡での貢献策にも話が及ぶ可能性がありまして、日本政府も会談の調整とともに頭の体操を進めています。以上、中継でした。頭の体操を進めていますじゃないんですよ。何言ってんすか？この状況でしかもトランプと会談しようとしてんのって、G7 サミットに高市さんみんな知っての通り出席しているんですけれども、はい、自衛隊派遣を本格的に検討しているそうです。諦めてないんだ、しかも。いやー、マジかっていうですね。はい。今井隆也さんが命がけで止めたことは全く無駄だったということですね。米イランの戦闘終結合意を踏まえ、高市早苗首相は海上自衛隊の機雷掃海部隊をホルムズ海峡に派遣するかどうか本格的な検討に入らないでください。掃海艇の派遣は戦闘終結が条件で、そもそも機雷の数など不明なことも多い。合意が履行されるか見極めつつ、イランを含む関係国とも連携を取りながら慎重に判断する方針だと。イランと連絡取るのはいいと思いますけれども、イスラエルが何て言ってるか知ってます？だからまだ戦争を続けると言ってるんですよ。実際レバノンの空爆を続けてますよね。この状況下で、ホルムズ海峡に、アメリカ国旗と日本国旗つけた自衛隊を派遣するってどういう意味だか分かってるんですか？そしてイランに対する高市首相のコメント、高市首相は米イランの合意を向け唯一の戦争被爆国としてもイランの核開発には反対だ。また喧嘩売ってるよ。もうなんか言葉がないっすね。はい。この戦争に何が何でも行きたい人を早く首相の座から引きずり下ろすしかないと思います。はい。ということで、ラズーさん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。マルクスを墓から引きずり出して分析したくなる。ニッキー・ミナージュさん、なんであなったんでしょうね。ちょっと私もすいません。ラップに詳しくなくてわからないです。はい。まずごめんなさいは、どれだけトランプに媚びを打っても日本は国際社会で影響力を持てないし、言ってるのは媚びだけではなく、世界平和のための何かをですね。だから今回は自衛隊の人の命を売ろうとしてるわけですよね。いやーもう頭の体操しなくていいよ。で、他人は頭の体操の材料にしかならないのかめっちゃワクテカしてそう。いや、ほんとワクワクしてそうで怖いんですよ、この人。もう掃海部隊に招集を図ってんじゃないだろうかという。なんでこんなに現状把握ができないんですか？いや、でもわざとやってますよね、これは。
はい。なので、サムネとタイトルの意味を分かっていただけたかと思いますが、イラク派遣の時だって帰還した自衛隊の方々がどうなってるか分かってて、ホルムズ海峡に派遣するとかふざけたこと抜かしてるんだよな。深刻な PTSD で戦力に多大な影響が出たベトナム戦争での教訓から、アメリカ軍は戦地とそっくりな街並みのセットや現地人の俳優を使ってイラク戦争の訓練をしていました。それでもイラクでは大勢の兵士が PTSD を発症し社会問題になりました。イラクに派兵された自衛隊の人たちも PTSD を発症しました。自衛隊はそんな訓練もしていないはずなのに、いきなりアメリカ軍と同じ戦地で戦えるというのか、隊員の方々の精神的被害は計り知れないと思うということで、これが当然の見解だと思うし、戦争状態になければ確かにイラク特措法と同じでですね、立て付けさえ整えてしまえば直ちに9条とか憲法違反だとは言えないと思います。確かにそれはそうですよ。確かにそれはそうだけれども、イラク戦争と同じことすんのかいという話ですよね。はい。いや、本当自衛隊の人たち死にますよ。本当に。だってイラク戦争の時死んでるんですから。だから現地では死ななくても PTSD で亡くなってることが明らかになってんだから、派兵しちゃダメでしょって言ってんですよ。何回言わせりゃわかるんですかね。はい。核開発に反対、アメリカはイスラエルのことはどう思ってるんでしょうかってイスラエルは一応核を持ってないことになっています。建前上。ですね。小泉さんも文句を言うなら真っ先に高市さんに言ってください。自衛隊の命を愚弄していますよって。いや、ほんとそうだよね。小泉はまず高市さんにぶち切れてくださいよ。こんな自衛隊の命を軽く見てる人いないよ。核武装を従ってるくせに都合の良い時だけ唯一の被爆国になるんですよね。はい。そしてそんな高市内閣の支持率ですが、65% だということを、フジテレビが報じております。もう信用できねえよっていう感じなんですけれども、確かに調査次第ではですね、こういう結果が未だに出ているようです。電話関連の調査だと高い。はい。毎日新聞とかは低いですけどね。内閣支持率は 65% であるものの、政権発足以来最低であり、いわゆる中小動画問題に関する高市総理大臣の説明に納得できないと答えた人が半数を超えました。高市内閣を支持すると、ただこの結果のミソがここでして、高市内閣を支持すると答えた人が65.3% あるんですよ。すいません。あるんですけれども、自民党総裁選での中小動画の作成に、納得できないとした人は半数を超え 52% でしたということで、つまり中小動画の作成に納得できていないにもかかわらず高市さんを相変わらず支持しているという、精神状態である人が大量に、日本国民の下手すると6割以上がそういう状態だということですね。どういうって高市の中小動画の説明に納得できないが高市政権を支持する人ってどういう道徳感を持っているんだろうか。割と最高レベルで信用できない人が日本の6割っていうですね。皆さんドン引きする感想を抱いているんですけど、ただロイターの研究によりますと、これって不思議な現象ではないらしいです。純粋さをめぐる、米国の有権者が問題を抱えた候補者に背を向ける可能性は低いということで、要するにですね、特に二大政党制が一応成立している米国ではそうなんですけど、党派的忠誠心というのは候補者論争を大きく上回るという、研究結果が出ていると。例えば、昔メイン州で問題になった民主党候補のグラハム・プロアトナという人がナチス関連のタトゥーをしていたと。民主党候補ですからね。アメリカ民主党の候補であるにもかかわらず、高市さんみたいにナチス関係者と会ってたレベルじゃなくて、ナチス関連のタトゥーをしてたということが、明らかになった人がいたらしいんですよ。しかしですね、このなんとか、プラトナーさんっていう人を支持するのをやめるって答えた人は、17% 程度だったと。わずか 17% の人がメイン州の選挙でできればナチス風の、クロスボーンのタトゥーをしてた人、プラトナーさんへの投票はしたくありませんと答えたということで、ナチスなのにどうでもいいのっていう、ちょっとドン引きする結果なんですけど、もちろん一応民主党支持者の人たちなんで別に
ナチスを肯定してるとか反ユダヤ主義だとかそれこそねそういう思想の人たちではないんですよ。でもそうではなくて共和党があまりにも嫌いだから共和党の候補に投票するぐらいだったら、ナチスであっても民主党の候補に投票するっていう、投票行動を取る人がですねやはり非常に多いらしいんですね。なので高市さんの数々さんがこのように言いたくなる気持ちはすごくわかるんですけど、やっぱりですね高市さんの対抗馬になる人がいない、野党で人気のある政党がほとんどない、代わりに首相できそうな人がいないという、状況が今の環境を作り出しているのかなというふうには思います。はい。で、三春美月さんがですね、政党支持率を出してくれてるんですけれども、自民党の支持率は 25.6% らしく、これ体感ではこれぐらいじゃないかなという気がしますよね。実際熱心に高市さんを支持してるのは、せいぜい、それでも多いけど4分の1くらい。あとはね、国民民主は参政党に逆戻りしてる人たちも多いし、立憲や共産は相変わらず伸びています。中度はどんどん下がっています。はい。という感じですね。はい。ということでですね。そうですよ。全くその通りです。自衛隊の人にはね、後で自衛隊さんの中傷の話しますけども、人権があるんで、当たり前ですけど、自衛隊の人たち本人が非難されるべきではないです、基本的に。上層部を非難するのはありですけどね。はい。どういう質問なんだって確かにね、質問のよって回答変わるので、フジテレビだからどういう質問をしたのかっていう、ちょっと疑問はあるんですけど、ただ、納得できないが 52% と出てるので、中傷動画の作成に納得できるかっていうのは普通にそう聞いたんじゃないかと思います。はい。下がった印象はありますね。はい。身内に自衛官がいるのもあり心配です。死なされるんじゃないかと思ってしまい。いや、ほんと心配ですよね。電話の世論調査が来ました。20代ですが支持してないと答えました。少ないんだろうなということでありがとうございます。ですね。高市を倒すために真ん中に集まれってお前のせいだよっていや、すいません。ボブボブさん、アコカラスです。高市さんの義理の孫が中国に留学決まったそうです。おめでとうございます。左翼へのヘイトを一生懸命吐き続けた結果がありましたね。よかったですね。支持者だけは擁護してくれてという。中傷動画ってそういう効果もありましたよね、きっと。岡田みたいなね、岡田なんちゃらさんみたいなですね、中国の手先には投票するわけにはいかないっていう、意識が働いたのかなと思うんですけど、それはね、中道さん被害者なんで、全く悪く言うつもりはないんですけど、しかしあなた方、この状況で全然人気が集まらないし、共産党さんの方が支持率が伸びてるっていうのはどういうことなんでしょうかね。はい。反省を促したいと思います。ただですね、高支持率にあぐらをかいて図に乗ってみまくっている自民党は次から次へと悪法を成立させようとしています。はい。自民政調が衆議院議員定数削減法を了承しました。自民党は今日の政調審議会で衆議院議員、定数削減法案を了承したそうです。いやー、本当にまずいですね。比例定数削減法の致命的なのは、これは実質的には選挙制度変更であって、1、ルールを話し合う前提となるルールの変更であること、2、歳費削減の効果はほとんどないと思われること、3、再改正などによる後戻りそのものがほぼ不可能であることだと思っています。過去10年で一番反対しなきゃならないことだと思いますということで、いろんな人がね、めちゃくちゃ批判してるので、詳しく解説しないんですけど、要するにですね、比例を45議席削るっていうことなんで、自民党は小選挙区で勝てるのでほぼノーダメですが、少数派の政党はね、みんなダメになるんじゃないかと言われてます。共産党さんも下手すらなくなるし、参政党もなくなるし、ですね、比例で票を取ってる政党は軒並み全部なくなるのではないかというふうに言われてます。はい。いや、これをね、自動で成立させようとしてんだからすごいですよね。もうファシズムだろという感じなんですけど、自民党と維新なのでですね、なんか参政党とか国民民主を丸め込んで成立させてしまうのではないかという危機感を覚えますね。はい。議員定数削減は悲願とか言っている人がいましたからね、未だに新自由主義的な政策を続ける気だろうかというですね。はい。っていうことでですね、だから共産党はね、伸びてるとはいえ、支持率伸びてるとはいえ、比例定数削減されたらどうしようもないですからね。
はい、そして、国民投票法案ですが、18日衆院憲法審で採決するそうです。与野党は16日の衆院憲法審査会幹事懇談会で、憲法改正の手続きに関する国民投票法の改正案を18日の審査会で採決する日程を決めた。やめろ。やめなさい。はい、ということで、希代の悪法と言われる、憲法改正のですね、地ならしをすると言われる国民投票法案改正なんですが、あなたの意見をファックスでお送りします。今週18日に可決するとみられる国民投票法改正案に反対するご意見を集めており、いただいたご意見は1日1回21時頃に市民からの意見書として取りまとめ、下記に送付するサービスを行っております。ということで、一言短文でも OK なので、皆さんのご意見をお待ちしておりますということでですね、この方、ボラでやってるみたいなんですけれども、ウェーブボックスで意見を集めて市民からの意見書として送付していらっしゃる方だそうです。すげえことやってるなと思います。はい、よかったら皆さんもですね、はい、自力でファックスする気力がないという人も、ですね、お願いしてみるのもいいんじゃないかと思います。はい。愛知瀬さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。翼賛体制が近いというですね、ほんと独裁まっしぐらですよね。なんでこの国の有権者は席を減らさずに座る人やってる奴らを追い出すというイメージができないのか。議席数は増やせという。昨年数、令和共産社民の比例数から逆算して出してる感ありますかね。そうですね。だからその3党を特に潰したいんだとは思いますね。参政党はもうほぼゼロに近くなるけど、潰れはしないはずなので、本日こちら送りましたということでありがとうございます。PC あれば誰でもできるということで、私のフォローイーさんも募集しておりましたということですね。はい。あと立憲民主党、当然中道も潰したいんでしょうけども、本当にな、めちゃくちゃですよ。独裁じゃないですか。国会の仕事をもっと緩やかにして給料下げればいいんじゃないでしょうかというですね。そもそも維新が本当にやりたいのは独裁であってね、そういうなんか削減というのは建前でしょうからね。はい。令和社民はすでにゼロだからそうですね、共産党さん潰しでしょうね。実質的な一党独裁にどんどん近くなっていくと思います。はい、そんな状況なんですが、自民、維新、国民賛成の4党は、国旗損壊罪制定法案を衆院に共同提出、少数与党の参院でも4党が賛成したので可決され成立の公算大だそうでございます。もうこの4党で体制抑散会になればって確かにね、議員定数削減法は賛成党も反対してくんないと困るんですけれども、もうどうしようもないですね、この人たちは。終わってるなと思います。憲法違反である疑いが非常に濃いと言われているですね、国旗損壊罪法案を4党で合同提出したと。なので参院では、自民党は少数与党であるわけですけど、維新国民賛成の4党が共同提出しているので、おそらく可決されるだろうという見込みでございます。国旗損壊罪は日本も批准している自由権規約に違反しています。はい。当然のことなんですけど、ありとあらゆる憲法に引っかかっています。自民党内で新設に向けた議論が進められている国旗損壊罪の法案は、日本国憲法が保障する表現の自由を不当に制限する危険性があるのみならず、国際人権法、とりわけ日本が批准している市民的及び政治的権利に関する国際条約の観点からも、国際法上の義務不履行という極めて深刻な問題をはらんでいるということで、国際法に関しては憲法に、国際法を遵守しなさいと書いてありますね。はい。国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウォッチの、副事務長によると、日本における国旗損壊罪創設の動きに対し国際規約に抵触する恐れがあると強い危惧を表明しています。表現に自由に関する一般意見を採択しましたが、同委員会はこの中で民主主義社会において政治的言論の自由を特に重視するべきであるという前提に立ち、国旗やシンボルに対する不敬を処罰する法律に対して明確な懸念を表明している。実際例として、香港において2019年の、民主化デモで中国国旗を燃やした少女や民主活動家が国旗侮辱罪により有罪判決を受けた事例などについて同規約に、抵触する弾圧的措置として国際的な非難がなされています。はい、香港の時に中国を非難した人、六四天安門とかね、口癖のように言っている人は、なぜ国旗損壊罪を肯定してしまうのでしょうか。彼らはその自己矛盾をどう解決しているのか、本当のなんか、ね、頭の中覗いてみたいなと思いますね。はい。ということでですね。八母生さん、アクエリアスヨッチャさん、コッカラスです。独裁というより先生だということですね。いや、ほんと先生ですね。
先生ですよね。時は来たって多分多くの人は国会議員に給料を出しすぎで議員はそんなにいらないと。だからね、まあ結局自民党があまりにも仕事しないからそういうイメージになっちゃってるわけですけど、まあとんでもない誤解ですよね。国会議員数って足りないので、はい。もっと公務員増やさなきゃいけないはずなんですけれども、はい。まあ結局ですね、政治家のイメージを下げまくって、そして政治家のそういう独裁ができるように政治家の数を削るという、まあマッチポンプをやってるのが自民党ですよね。いや、どうしようもない。あらゆる権利を蹂躙すること言うに及ばず、こんなデタラメな法律がなければ自分たちの誇りにある国旗も守れないというですね。まあ、右翼の人たちがなんか国旗をデモに持ってくるのやめ始めるかもしれませんけど、マジで何の権利を守りたいのかって感じですよね。ケルケルさん、ここからです。はじめまして、こちらで勉強させてもらいたいと思います。ありがとうございます。ですね、ソース入りしてるものはですね、なんていうか、BBC とかの記事はですね、そのまま、あれしていいんですけれども、SNS とかはですね、参考資料として、取り上げておりますので、その辺ご了承願います。やっぱつれわさん、ナノクラフトさん、ここからです。天安門事件がスパム余計になってる人って純粋なんだろうな、というですね。未だに信じてるやついるのかな。あれ、中国に対するただの嫌がらせですよね。いや、嫌がらせにもなってないんだけど、せめて民主主義守ろうとするやっていう逮捕要件が曖昧すぎて日の丸持つことがリスクになりますね。とっとと捨てるに限ります。そうですね。まあ、日の丸振ってる人たちが捕まりそうですよね。はい。まあ、6紙は単に中国人よけりしか使われてないですから別に矛盾はないということで、まあ、ただの反中国であって民主主義者じゃないっていうことですよね。警察や右翼活動家がポイント稼ぎのために乱用する未来が見えますね。この国は大日本帝国という国、旗を含め、崇めなければ罪になった国を経ているのに、歴史という学問にリスペクトがなさすぎます。そうですね。無垢と無知は別のものです。そして個人情報保護法の改正も進んでいますが、最悪な案だということで、医療データ専門家の人が異例の指摘をしています。まあ、この記事分かりやすいので、まあ、読んでない方は読んでいただきたいですが、AI 開発のためならば、あらゆる個人データを本人の同意なしで企業に提供できるようになる新たな例外を作るものです。ちょっと今週の動画すいません。遅れてて申し訳ないですけど、まあ前に上げたパランティアの動画でも書いたんですけど、まあここにね、パランティアという AI 事業者がいまして、これが、私たちの病院の診断結果とか、通信販売サイトでの購買履歴とか、インターネット上の情報の自動的な収集などを勝手に行えるようになると。とんでもねえだろってパランティアですよ、パランティア。パランティアじゃないとしても、AI 企業がそんなことできるようになるって、ほんととんでもない法律だとしか言いようがないんですけれども、まあ、ようやくなんか新聞がこういうこと書き始めたので、どうなるか成立してほしい。本当にこれだけは成立してほしくないですけれども、本当にね、こういうね、悪法を一度成立させてしまうと、廃案にするコストも高いので、なんとかしてほしいんだけどな、これぐらいは。もう国旗損壊罪は諦めるとしても、さすがに個人情報保護法案とね、国民投票法はですね、最後まで抵抗しなきゃいけないなと思います。歴史にリスペクトがあったらそもそも極右にならない。確かに。戦前と戦後の断絶が本当なかったことにされてますね。はい。そしてですね、まあ、3年放置して不十分、LGBT 理解増進基本計画が閣議決定ということで、これはなんか、レインボー月間で珍しく政府が非常に珍しく良いことをしたという評価も、見受けられるんですけども、まあ、松岡総司さんによると、やっぱりろくでもないというような、批判の話が出ております。まあ、内容に興味ある人はですね、ぜひこれ読んでいただきたいんですが、まあ、そもそもね、素地が何なのか知らないような奴らが作っているので、まあ、甚だしく基本計画としてもやっぱり不十分である。特に企業や学校での施策は不十分です。性的マイノリティの就職の機会が制限されることを防ぐため、公正な採用機会システムの確立を進めると明記されています。もう一つは企業の取り組み事例を周知したり、ハラスメントについてパンフレット等を活用して周知することが示されました。たったこの2点だけです。さらに言えば、いずれもすでに取り組まれてきた内容であり、今回新しく取り組む施策ではない。厚労省の委託事業調査によると、今や大手企業の7割が性的マイノリティに関する何らかの施策を行っている状況ではある。しかし、中小企業は1割程度であり、本来こうした企業の取り組み支援こそ求められるはずだが、理解増進の基本計画で示されたのはパンフレットを作って周知するだけだった。そして学校についても理解を増進しているのか疑問に思う内容であり、まあそもそもね、そういう子供に教えるべきじゃないみたいな反対意見もあったそうです。もうどうしようもないなという感じなんですけれども、
神谷宗平などが強く批判しているということなんですが、ですね、一番問題なのは、戸籍提出に関することに関するですね、事項ではないかと言われてます。戸籍提出、本籍地の確認など、性的指向、性自認の確認は明確な違法行為ですということで、ちょっとこれ衝撃的なニュースが労基準法から出ているんですが、採用試験で戸籍提出 39.1% に増加ということで、連合がこのほど発表した就職差別に関する調査2026で、直近3年以内に採用試験を受けた1000人の 39.1% が戸籍謄本の提出を求められたと回答した。23年の前回調査から 8.3% も増えていると、8.3 ポイントも増えていると、ということで、本籍地や出生地に関する差別は当然なんですけど、性的指向の確認が 7.2 ポイント増、性自認の違和感への有無が同 7.8 ポイント増ということで、いや、これは非常に恐ろしいことですね。だから、性的指向やら性自認やらをですね、確認させる、性自認だと思うんですけど、特に。だから、戸籍上のね、性別を確認させようとですね、戸籍謄本の提出を求めるパターンが増えているということなんですよ。まあ、もう、むき出しの差別そのものだと思います。だからこんなんが分かり通ってんのに、その理解増進じゃ不十分に決まってますよね。これはだから絶対に差別がないように、少なくとも就職差別に関しては絶対に禁止するっていうぐらいのことを書いておかなきゃいけないし、罰則がね、最悪つけられないとしても、それぐらいは当然の話だろうというふうに思うんですけれども、まあ自民党がこんなんなんで、未だにこういうことがまかり通ってるわけですね。はい。いや、というですね。いや、本当にね、松岡さんも言ってますけど、もちろん差別禁止法が成立しない限りね、全部欺瞞的ですよ。はい。支配層は規制が緩い部分を突破口にし、国民を守るルールを食い破ってくる。ソジはまさにマイノリティの相対化という意味で素晴らしい言葉だから、もっとそこに注目したいということですね。まあ、だからマジョリティ化を相対化する言葉ですよね、どっちかというと。理解増進法成立で日本の分断が進んだと本気で言い詰める人が実際にいてドン引きしましたというですね。はい、いい加減にしてくんないかい。なんでそんな必要が恥ずかしながら初めて知りました。いや、私もこれ衝撃を受けましたね。カミングアウトの強制をするようなこんな社会では働けません。いや、それそうですよね。当たり前じゃないですか。39% は多すぎでしょ。4割ですよ。4割。だからね、もう信じられないっすね。はい。だから、それ銀行口座作るっていう話じゃないんだからさ、なんで戸籍謄本提出する必要があるんだよって。いや、銀行口座の政策でも今時必要ないですけれども、はい。ほんとマジモンの差別ですね。理解増進なんて何もないと思います。何のためにブラック差別の戦い始めたのか分かっているのかと。差別禁止を理解増進法にすり替えた奴らからして理解するつもりがないですね。ノミネーさん、ここからです。理念法には絶対ペナルティがつくもんな、つけないもんなというですね。はい。ね、変わりうるとか言ってんだったらね、そもそも提出して何の意味があるんだっていう話でもありますよね。はい。だから連合はこういう実態を知ってるんだったらもう、全力で差別禁止に触れよっていう話なんですよね。聞いてますか？玉木雄一郎さん。ということでですね、松岡さんは、結局基本計画がどんどん後退しているのではないかというふうに言われております。本来は民間の取り組みを後押しする役割のはずだが、むしろポーズだけを示し阻害する言説を煽り、取り組みは進めないというような、許し難い状況が続いております。基本計画が閣議決定されたが、本当に計画が実行され理解が進み、何よりそれが現場の困難を解消できるのかどうか注視検証していく必要性がありますと。いうことで、高市政権の悪法連発でございました。ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。案内さん、コンカラスです。人によって戸籍謄本を提出させる人と、提出を求める人と、そういうことではないと思いますね。採用試験を受けた1000人を調査したところ、39.1% の人が企業から
提出しろって言われましたと。もちろん、ダブってる企業さんもあると思うんですけれども、だから1000人にアンケートした結果、そういう企業が、約 39.1% あったというような、話ですね。もちろん、ダブりとかは、もしかしたら集計してないかもしれません。はい。あと、出身校別の、学歴フィルターなども、感じる人が増えており、また男女差別を感じた割合は女性で、34% に低下したが、男性で 37.4% と急増したということで、これは被害者意識の問題ではないかと思いますが、はい。とにかくですね、あらゆる点で差別が増加しているというような、結果が出ています。自分たちがシスヘテロだからってそれが普通だと思ってるだろう大間違い。いや、全くその通りですね。そもそも素地が何なのか分かってない人の言い分ですよね。シスヘテが普通みたいなのは。普通じゃねえからっていう。小川賛成通り敬意を払いましょうって。延々とこすられるな、小川さんを。はい。そして、こんなですね、状況の中でですね、やっぱ高市さんはもう少しですね、国のためになることもやってるんじゃないかと。せめて法律以外のことでは、ちゃんとしててほしいという期待はなくは、ゼロ、私はゼロなんだけど、希望を抱いている人もいるかもしれませんが、はい、壊れゆく高市内閣がどんな外交をしているのかを言っていきます。首相官邸内の階段には歴代首相の写真が飾られており、英国スターマー首相にご案内いただきました。これはマーガレット・サッチャーさんの写真です。またやってしまったよ、この人は。スターマー首相は親の代からサッチャーが大嫌いなんですよ。サッチャーの押し通した経済政策、いわゆるサッチャリズムを権威主義的攻撃だと批判する記事を書いたことなのに、そんな現役首相、しかも労働党に対して、自分が大好きなサッチャーを見つけて、わあ、サッチャー様みたいに喜ぶってどういうことですか？アメリカでは児童ペンの写真にすり替えられ侮辱されたバイデン氏を指さして笑ってたのことをもう忘れてしまったんでしょうかという。ただ、スターマーがどれぐらい、なんでしょうね、サッチャーを嫌っているかというのは諸説ありまして、そこまで嫌いじゃないんじゃないかという噂もなくはないんですけれども、一つのエピソードとしては、スターマーはサッチャーの肖像が、人々を見つめる、写真が嫌いだったので、自分の書斎からはですね、取り下げしたそうでございます。はい。なんかね、めすような目線が気に入らないと、スターマーさんは1年前にこれガーディアンのインタビューに答えて言ってましたが、私は別にサッチャーを嫌悪してるわけじゃないよ。でもなんか写真は気に入らなかったんで書斎からは外しましたというようなことを答えられております。はい。ということでね、見えるぞ、オートペンの亡霊がって。いや、だからまた同じことやらかしてんですよ。だから、不用意にそういうことやったらどう思われるかわかんないんだからさ、少なくとも労働党の首相なんだから控えとけよ、本人の目の前ではよっていう。なんでそういうことわかんないのかな。男性も自分は苦しいと言っていいのだと思えるようになったと考えるなら、いわゆる被害者意識も、規範の解体。そうですね。段階的な一歩だとは思いますけどね。はい。高市、オートペンないのナチュラルに嫌がらせするな。TTS さんからです。別にスターマーとサッチャーとやってること同じようなもんだと思うけど。それはね、そうなんだよな。左派の人たちはみんなそれは言ってますよね。スターマーも大概な人なんですけれども、サッチャーが本気で嫌われてるのは、そこはそこで事実なので、はい。そして、英国首相邸内で高市総理が控室として使わせていただいたのは、サッチャー首相をはじめ歴代首相が執務室として使っていた部屋だそうです。花までご用意いただき、心遣いに感謝ですと。なんか国賓待遇じゃなかったという話も出てるんですけど、これ嫌がらせじゃないですかね。イギリス人ってそういう皮肉とか好きじゃないですか。いや、偏見だけど。わざわざサッチャーと同じ部屋用意したんっていう。はい。ちょっと皮肉を感じる写真ではございました。サッチャー首相のイメージは良くないと官邸は理解していないのでしょうかというですね、内閣広報室の人が理解していないんじゃないかと思われます。イオリプライを見ると世界中の極右からサッチャーを持ち上げることでスターマーをディスった高市として称賛されているようだということで恐ろしいので読んでいないのですが、そういう解釈をする極右の人たちもいるようです。はい。首相がファイナンシャルタイムズ寄稿ホルムズ海峡の安定を訴え日本の鉄の女では私ですと自己紹介ということで、高市氏
チさんは12日、イギリスフィナンシャルタイムズを電子版に寄稿し、13日から、イギリスの首相に会ったりするんで、ホルムズ海峡の安定頑張ります。激動の世界で回復力を築きます。首相は自分を日本の鉄の女であると紹介し、サッチャーの、異名にちなみに必要な変革を実現する強い決意があると。やっぱりめっちゃイギリスの人たちに、なんだこいつって思われてないですか？そんなことないんでしょうか？いや、わかんないけどね、SNS の評判は悪いっていう、ただそれだけですから、スターマーが来信でどう思ったか知らないんですけれども。いや、自分でサッチャーですって言わなくていいでしょ。っていうか、自分で名乗らないでください。はい。甲府市のアウティングした議員さん、反省が見られず、誓約書の一部を黒塗りで提出して受理されなかったそうです。あの人まだ反省してないんだ。ひどいな。日本の鉄面皮。なんでそんな相手に煽り散らかすんですか？嫌がらせにし行ったんですかっていうですね。はい、産経新聞はですね、このように、英国は大切な同志国、旧知のスターマー氏に、対談の狙いは準同盟強化ということでですね、スターマーさんがね、極右に押されて危ういので、確かにそれはそうです。極右に押されたり、ネオリベと呼ばれたり、いろんな人たちから左からも右からも叩かれている中道なので、確かに、今、英国内では人気がなく、基盤も弱いです。高市さんと違ってね。ただそれはそうなんですけれども、スターマーさんって、いわゆる、爵位、差を持ってるので、キアって呼ぶのは極めて失礼なことですね。大体、敬意を持って呼ぶんだったら、サーキアスターマーですよ。当たり前じゃないですか。イギリス人ですよ。もちろんイギリスの貴族文化とか私もね、よろしくないと思いますけれども、なんて言うんですかね、下の名前で呼べばいいというものでもないんですよ。なんかその辺のやっぱりニュアンスが分かってないのかなっていう気がいたします。はい。いやー、高市素朴にやばいですよね。マジでイギリスの文化とか何も分かってないんじゃないか。私でさえ知ってるようなことも知らないのかなっていう。はい。LGBTQ のそういう反動意見とかヘイト意見とか本当に閲覧注意なのでね、皆さんもですね、できるだけ見ないようにするとか、身を守る動きをしてください。レーガンとファーストネームで呼び合うほど仲が良かった中曽根のエピソードを逆回転させてファーストネームで呼んで仲の良さをアピールするを求め始めたのは間違いなく安倍政権だと思います。年収を上げたくて皇居の周りを走り出すみたいな滑稽さがあるてですね。それもそうだなと思いました。ファーストネームで呼び合うのは仲がいいからであって、ファーストネームで呼び合えば仲がいいということにはならないんですよ。なんかそういう基本的な外交の技術が、自民党から失われて久しいのかなと思います。で、ただ一つ本当に指摘しておきたいのは、谷谷さんという方がね、明確に言語化してくださってるんですが、とにかく、ですね、まともなっていう言い方はちょっとあれなんですけど、米国のリベラルな政治家なら当然に白人男性にだけ態度が激変するという振る舞いがしてはいけないことだということを知っているはずだし、もしうっかりとでもやらかそうものなら周囲でから秒で釘を刺されるはずです。で、特に日本の今の自民党の政治家にそのような良識はないし、それについて気づいて指摘できるような見識を持つスタッフもいないことだと。高市さんはだからね、女性だからこびてるとかなんとか言われることが多くて、それはね、ちょっとジェンダー差別もあると思うので、リベラルの人は気をつけた方がいいと思いますけど、やっぱりレイシスト的ですよね。白人男性にだけなんかヘコヘコして下の名前で呼んだりするのに、他のね、例えばインドのモディさんとかだって極右だけど大政治家なのに、あんまりそういう態度じゃないじゃないですか。で、外国人の男性にだけ態度が急変する、特に中年以降の日本人というのは右左関係なく存在する、本当に情けないことです。さらに情けないことに思い至ったが、こういうところを白人男性政治家にだけファーストネーム呼び発動を見て何も感じないどころか、高市さんは自分たちを似てると好感を高増しする人がどっさりいるんです。書いてて悲しくなってきましたというですね。いわゆる普通の日本人という自称している人たちがいかに超レイシストであるかということを、これは的確に言語化されていると思います。はい。レイシズムは最悪の、思想です。いや、ほんとね、普通に失礼だし、普通に失礼な上にレイシズム仕草なんですよ。ほんとね、そう、白人にだけ慣れ慣れしいのめっちゃわかりやすい。特に男性にだけ慣れ慣れしいっていうね。わかりやすすぎですよね。はい。メローニンさんにも別の意味で慣れ慣れしかったけど、
サッチャーが好きなのにイギリスのリスペクトはないって。ウラジーミルって。イギリスの議会って確か議員を名前で呼ぶのはめちゃくちゃ失礼に値するんですよね。いや、普通に失礼だと思いますよ。だって貴族院がある国ですよ。いや、確かに貴族性は良くないですけど、いや、ほんとリズトラスに似てますよね。なんか、ああいうなんか極端なところとかそっくりだと思うんですけど、はい。ファーストネームで呼ぶことを高市は安倍から習った感じがしてますね。ゆずさん、ここからです。サッチャーね、オリベの源流だし、フェミニストが嫌いだし、反アイルランドだし、イギリスのその辺の層には、まあそうですね、極右の人たちには実際人気があるので、まあね、スターマーに対してよくやってくれたみたいな UK リフォームの支持者はいると思います。そのフィナンシャルタイムズって日本の石油備蓄に関して高市の言ってることは嘘で実質タイムで95日しかないって前にすっぱ抜いてましたフィナンシャルタイムズはもちろん経済に関してはね、信用のおける新聞ですからね。まあ割とネオリベ呼びですけどね。はい。何重にも吐き気がするわ。インドの財務大臣にはそういう動きしてた。あ、そうなんだ。それはすいません。知らなかったです。はい。まあ、これから紹介するプラボーさんという人にはね、慣れ慣れしかったんですけど、それはちょっと例外的でしたね。はい。ということで、しかし、レイシストといえば、ということで、小泉進次郎さんですね。先ほど日帰りのインドネシア出張から帰国いたしました。昨夜はインドネシアのプラボー大統領の指定で会談した際に、私の地元横須賀の戦艦ミカサの模型をギフトとしてお持ちいたしました。軍出身で国防大臣経験者のプラボー大統領はやはり喜んでくださり、よかったです。日本の軍艦をインドネシアの大統領にプレゼントしているもうどう形容したらいいんだこの人すごいですね。まあ確かにこれは理由があることだと思いまして、別にプラボーさんは多分嫌がってないっていうのはちょっと後で言うんですけど、なんですけれども、すごいですね。インドネシアの市民の人たちがどう思うかというのを1ミリも考えなかったんだろうなというのが伝わってきます。インドネシアを約3年半占領した後、強制労働と物資食料の調達による飢餓で数百万人の犠牲者を出したのが、日本という大日本帝国という国ですね。日本では餓死者の数は日本軍の米などの挑発が主要因にされていますが、実はオランダの構築した流通機構を侵攻した日本軍がぶっ壊したという方が大きいということが研究で明らかになっています。植民地支配で圧政を敷いてたオランダがちゃんと食わせていて解放したと言っているですね、大日本帝国の方がまあ大規模な飢餓を招き、インドネシアの人たちが数百万人死んだと。その人に軍艦プレゼントすんだってすごいねいやーもう信じがたいですね。まあ外務省が用意したんだかなんだか知らないですけど帝国主義者仕草にも程があるでしょっていう、はい、っていうことですかね。女性議員は男性議員に気に入られて慣れらしく振る舞うことを美としているなら、高市は本気で相手に取り入れるつもりでこういうことしてそうで怖いです。まあそうですね。だから自民党の政治っていうかそういうね、男女差別的な風潮がそうさせたんだろうなとは思います。ニコニコやん、小泉が教師だったらいじめ被害者といじめ加害者を1対1で話させてるようなものじゃないですが、大人の対応させてんじゃねえよっていう。プライベートでやれ、外交でやるなという気持ち、マジで庶民のこと考えてないな。プレゼントは侵略を連想させるものとは、小泉も高市もシンプル失礼でナチュラルにレイシズムをかわしてますね。日本を鼻からアジアを解放しようとは考えていませんでした。当時の数百万人ってインドネシア全国民の何割に上るんでしょうか。割ぐらいだったっけな。まあ、相当の数ですよね。日本の占領政策知らない？日本には東南アジアの戦争犯罪を気にしていないという謎の歴史観がある。どういう理由でこんなプレゼントを、はい、そこをちょっと解説します。ただ、おそらく、これは、ただ、プラボーさんにとっては、実は失礼じゃないんですよ。ここちょっと裏があるんですけど、かなり、左派の人たちは、プラボーさんがかわいそうだと、嫌がってるんじゃないかって内心ね、そういった話をしている方が多いんですけど、それは多分ちょっと違うんじゃないかという指摘があります。
この件なぜこれほどのことがと不思議だったので調べました。まずインドネシア大統領は軍人出身です。東郷平八郎を崇めている人です。座長官であるミカサの模型をそれでプレゼントしたということらしいです。なので大統領自身が喜んでいる可能性は実は結構高いと。その今のインドネシア大統領は形式的には民主主義ではあるんですけれども、前述のように軍人出身の大統領が立っており、その大統領には民主化運動を弾圧した疑惑があります。また報道の自由もども悪化傾向であり、ジャーナリストへの弾圧も行われていると。こうした状況で大統領の意向に関する報道はおそらく行われないでしょう。つまり日本国民の批判的意見が国外に伝われてくるにはかなり時間がかかるのではないでしょうかと。こちらの方のね、指摘はおそらく正しいと思います。で、フォロワーのヤクートさんなんですけど、プラボーがスカルト政権の時に何をしてきたか踏まえたらよくもこんな厚顔無知なことが言えたなとは思います。ファシスト同士が軍事的利害をめぐって手を結んでいるんです。小泉の恥知らずの外交は問題ですが、日本の政治家を批判する熱量の少しでもプラボー大統領やインドネシア政治のひどさに目を向けてくれようとは思います。プラボーはスハルト政権下で東ティモール侵攻の指揮に立ったり民主化運動に対して特殊部隊を使って学生を拉致してた人です。張本人ですと。2ヶ月前の時点でプラボーやアメリカ、イスラエルと一緒にガザに派兵することの翻訳記事を書いているので読んでくださいと、いうことでですね。だからまあ正直プラボーってそういう人なんですよ。だからかわいそうな被害者に見えるし、まあ実際これはちょっと嫌がらせに近いと思うんですけど、客観的に見たらね。でもそうでもないっていうか、まあ結局小泉がやりたかったのは私たちは同じファシスト、軍国主義者に近しいんですよ。どうですか、戦前大好きでしょあなたも、みたいなことをですね、実は言いたかったのではないかと。まあ多分小泉はそこまで考えてなくて、外務省とかね、防衛省の思惑ではないかとは思いますけどね。はい。まあ残念ながらちょっと、プラボーさんも、正直そういう人なので、まあその改善性はあるというところですね。はい。ということですね。ニュース23でインドネシア占領期に日本軍に捕らえられたオランダ人の息子がインタビューされてて、そこもインドネシアの人が出ませんでしたと。そう、軍部の出身でスハルトの部下だった人なんですよ。だからやっぱり国内外から軍国主義的ではないかという非難は大きいです。はい。うん。で、なのでですね、パレスチナには派兵したりとかしてるんですけれども、単純にその新パレスチナだからということではないんですよね。だからそこが本当残念なとこなんですけどね。そうですね。カンタティモール皆さん見てください。上映会結構やってるので、東ティモールを描いた映画です。大体東ティモールでどんなひどいことが行われたかって、それ全部もちろんプラボーのせいじゃないですよ。彼は当時若かったので、そんなことはないけれども、まあ当時のね、とんでもねえ軍事政権が何をやったかっていうのは、まあ、カンタティモールという映画などにも書かれてます。いや、インドネシアの市民かわいそすぎですよね。二重に殴られてるんですよ。だから、プラボーさんに抑圧されてね、小泉からこんなもんをプレゼントされるっていうね、何したらね、もういじめでしょっていう。だからインドネシア市民に対するいじめであるのは間違いないとは思いますね。はい。ですね。ホロライブはインドネシアにも支部ありますもんね。もちろんだから民衆の人たちと、大統領とか政府の人たちの思惑は全く違うと思いますし、インドネシアの人たちはこんなもんプレゼントされたら絶対切れると思うので、そこは誤解しないでください。はい。そうですね。うん。だから93事件とかね、いろいろありましたし、やっぱりインドネシアの軍事政権のね、暗い影っていうのはいろんなところにね、落とされてるわけですね。はい。もちろん大日本帝国をモデルにそういうことをやっている国なので、まあ全て、まあ日程が悪いといえばその通りなんですけれども、はい。ということでですね、うん。で、当時のね、1965年前後だったら、65年じゃないのかな、もうちょっと昔だったらですね、当時でも1億人ぐらいいたそうです。なので、人口のまあ 2% から 5% ぐらいの方が、まあ亡くなったというようなことですかね。日本軍のせいで。はい。
ね、そう、こういうトークもインドネシアなんですよね。なのでね、インドネシア民衆の人たちにはガチのパレスチナ連帯派の活動家の人たち何十万人もいますし、そういうね、ちょっとやっぱり、民意とね、政府がやっぱりちょっと離れてる国なので、まあそういう意味では日本に今近いかもしれないんですけど、まあ日本みたいにね、高市さんに本当に旗振ってる人たちばかりではないので、そこはいろいろ気をつけた方がいいかなと思います。はい。で、ちょっとおまけで申し訳ないんですけど、フィリピンのニュースなんですが、フィリピンに進出する某日本のアニメ専門店アニメイトですが、日本語能力試験 N2 レベルの人材を求めながら、月給が2万5000ペソ、約6万6000円という超低待遇で現地オタクの人たちがドン引きしています。ちなみに N2 は日常会話を問題なくこなし、ビジネス文書も理解できるレベルで最低5万ペソでないと雇えませんというですね。はい。何を考えてるんですか、この企業は。さっさと撤退しろやっていうですね。カミングスーンとか書いてんじゃねえよっていう、まあもうなんか悪口しか出てこないんですけど、いやー、何やってくれてんのほんとマジで。恥ずかしいからやめてくれないから。ということで、なんかどんどん貧乏になっていく日本なんですけどね。はい。まあそんな貧乏日本がですね、フィリピンやね、インドネシアに近づいて何をしたいかというと、まあ武器を売りたいんでしょうね。武器を。はい。つうことでですね、装備の生産基盤強化へ防衛公社設立検討、武器輸出も支援というですね、そんなに武器売りたいってまあちょっと目を疑うようなニュースがまた入ってきました。まあこれもね、維新が言ってたことではあるので、確かに高市政権だったらやりかねないとずっと言ってきたわけではありますけど、防衛装備の生産基盤強化や輸出促進を国の監督下で一体的に実施するため、政府が新たな法人防衛公社仮称を設立する方向で検討していることが分かりました。独立行政法人のように国の業務を効率的に行う外部組織が念頭にある安全組織訴訟の急速な変化に迅速に対応できる狙いがある。いや、ついに防衛公社作っちゃうんだってもう、ただの軍事国家じゃないですか、これじゃあ。だから武器輸出するだけでも最悪だというふうに、まあ憲法違反だと言われているのに、防衛公社はもう完全に一線をぶち抜いて超えてますよね。どういう理路でこれを、まあ、憲法9条下でも成立できるっていう風になってるのか、まあよくわからないんですけれども、まあ、某イスラエルに行った小野寺逸則元防衛省はロイターの取材に対し、公社設立は最終決定ではないなどとしながらも、装備移転の際には移転先と調整や地企業のマッチングなど様々な調整が必要になり、仲介をする専門的なところが必要であり、自衛隊が直接やるのではなく、こういうのを作った方がいいのだ、みたいなことを言っているそうです。いやなんかね、右翼の人たちが勝手にこういうの作れって言ってんだったら勝手にしろやって感じなんですけど、小野寺逸則が言ってるので、危ないですね。本当に作るかもしれないですよ、この人たち。だから本当今すぐ高市政権を止めないと、どんどん戦争国家にされてしまうんじゃないかと思います。はい。安っアニメートはヒマソラの件で不快しているので一生買っていませんということで、はい。ヒマソラ事件のね、アニメートでもありますね。アニメーターの搾取を輸出するなと。ですね。これは、椿さんここからです。これは日本の最近環境に毒されたからなんじゃないかと流れている。日本でも重労働運動をしましょうということで、そうですね。日本の賃金がめっちゃ上がればですね、給料上がるんじゃないかと思いますよね。はい。東南アジアはこれからどんどん影響力が出てくるので、傲慢な東アジアに対する反発は増えるでしょうねということでですね。はい。傲慢不遜な日本はですね、そんな武器商売なんてうまくできないんじゃないかと思いますよね。足元見られるでしょう、逆に。だからね、防衛を語るなという話ですよね。はい。武器輸出は倫理的にダメなのはそうですが、軍需産業って物を破壊し、人の命を奪う専用なものなので未来がないし、経済的にもいいところはない。だから依存するとイスラエルとかアメリカみたいな国になっちゃいますからね、絶対ダメですよ。はい。まあ、軍産複合体という言葉はアメリカのために生み出されたんですが、ろくなことになってないですよね。日本武器輸出大国の歴史を紐解く交戦国にも営業をかけた戦前文書にズバリ残る真の狙いということで、やっぱりね、なんだかんだ言って私東京新聞さん、まあいろいろ問題は東京新聞さんありますけど、好きなのはこういうね、すごい嫌みったらしいその記事をね、もう6月14日に出してくるんですよね。すごいですよね。なかなかやっぱりちゃんと歴史を知ってる人たちが編集部にいないとね、これ出せないと思います。1939
2020年12月23日、陸軍の参謀次長が在外の各部官に宛てた電文によると、外貨を獲得するため積極的に日本の武器を売るように促す内容だが、交戦国への売却も完全に除外していないのがポイントだ。今と同じですね。1940年1月に追加で発した電文には、輸出の余裕があるものとして88式高射砲、94式対戦車砲、手榴弾、爆弾、外国製弾薬なんちゃらかんちゃらと書かれていて、しかもドイツ、イタリアだけじゃなくて、米国、英国、フランス、ソ連など連合国の駐在武官にも打電されていると。だからですね、日本は武器輸出で儲けるためにアメリカにまで武器売ろうとしてたんですよ。ひどいよね、ほんと、この国。最低のね、まあ、軍事国家だったんだなと、まあ、当たり前の話ですけれどもね、大日本帝国なんで、はい。まあ、本当にね、自分に敵対する、まあ、それこそ、例えばロシアとかね、ああいう国にも武器を売るようになったら、いよいよね、ネオ大日本帝国の誕生ではないかと思います。やっぱ絶対許せないですね、こんな動きは。はい。ですね。N2 ってめちゃくちゃ大変です。契約書や利用記憶レベルの文章を扱います。あ、そうなんだ。本当何考えてんだろうな。だからフィリピンやインドネシアの人をうまく搾取しようったってそうはいかないと思うんですけどね。本当我々の私生活を置いてけぼりにしてこんなことばっかり進めるの勘弁してほしいですよね。永久に戦争が必要なので戦争を望むようになります。軍需産業強化は反対です。はい、その通りです。戦前の日本がどうなるか、皆さん勉強してくださいという感じですね。はい。ということで、まあ、日本のそういうクソですね、海外輸出といえばということで、はい、クールジャパン機構が潰れるそうです。目標未達なら統廃合検討ということで、官民ファンド海外需要開拓支援機構通称クールジャパン機構について、赤澤良生経済産業省は16日の閣議後会見で累積損失が目標値を下回った場合検討会を設置して対応を検討するということで、累積損失426億円に抑える目標が掲げられていて、もう426億円を超える見込みなのかよという、感じなんですけれども、あまりにも金食い虫なので、まあ、潰すという話にようやくなってきたそうです。遅すぎますけどね。はい。2020年くらいからずっとですね、クールジャパン機構はクソだという話はですね、いろんな人から指摘されております。クールジャパン機構の株主企業が機構から支援を受けた例、例えば機構への出資をしたのはパソナグループ5億円、電通5億円、みずほ銀行5億円、バンナム5億円、H2O ホールディングス5億円などがあり、そこからまあクールジャパン機構から、パソナなど3社による、海外でのクリエイター支援4億円、電通に10億円、電通に12、さらに12億円、みずほなどのファンドに40億円、バンナムに10億円。はい。もうこれ、金をだからさ、その膨らまして、税金を横流しするための機構じゃんっていう。まあ当時からこういうことをね、強く批判していた政治家がいまして、まあレホーさんっていう人なんですけど、まあ彼女が徹底的に、まあ以前ですね、面言でも取り上げたことあるんですけど、徹底的に国会で叩いて、まあクールジャパン機構今すぐなくさなきゃダメだし、なんでパソナとか吉本とかにね、金が流れてんですか、これどういうことなんですかっていうのを、散々言ったのにもかかわらず、まあ政府は無視したわけですね。はい。そして今に至っていると。まあただ赤字を垂れ流すだけの機構になってしまったということですね。そりゃそうやろという話でございました。はい。ですね、軍産複合体について告発したアイゼンハワー大統領、勇気ありましたよね。はい。中国や朝鮮の人々を虐待して酷使していたのに何を言ってるのかという話ですよね、本当。クールジャパンとは結局何だったのかという、まあ、単なるこういう金の横流し機構。だから公金還流であり利益相反だっていうことを、これも東京新聞さんなんですけど、まあ2020年にですね、こういう記事が出てたわけですよね。自民維新の連合合意書で工場の、そうですね、設立が入ってたので、そうですね、その関連でこうしただと思います。そういう文脈の話ですよね。はい。ですね。アニメーター含む全てのクリエイターから搾取しまくったせいで優秀な人材が海外輸出されてって最終的にクールジャパン笑いとなるこんな茶番に金を使うんじゃないというかパソナに金を流さないでくださいという話でしかないですね。はい。そうだから交渉を作るみたいな話をねずっとしてたもんだからその代わりとして交渉
剣を作るための校舎っていう感じなんですかね。そして例によって、その件について右派のオタクはだんまりを決め込んでいる。なんだこいつら。取らぬ狸の川山よ。こういう意味不明なファンとやめた方がいい。クールというかコールドですね。みんなそれ言ってますね。はい、コールドジャパンなんですよ。交渉とか宣伝を想起させる言葉を使うところがね。しかし、日本は、アニメは日本の文化とかクールジャパンとか散々持ち上げてる割に現場のアニメーターはすごい発給にあえいでいるというのに巨額の税金を使ってクールジャパン機構を作っても吉本興業とかお友達に金流すだけで肝心の仕事してる現場には全く金が降りてこないの最高に日本らしいな。それともクール冷酷ジャパンって意味だったのかっていうまあクールジャパンとかコールドジャパンとか言われてますよね。はい。という感じなんですけど、まあ物事の根源には自民党の金の使い方が根源的におかしいという問題があって、それをなんかマスコミは政治と金とか言ってるじゃないですか。政治と金じゃなくて自民党の政治家と金の話なんですよ。はい。スクープ、茂木敏光外相が自民党総裁選ですがった有力団体賃貸協会に党員水増し代理投票疑惑が浮上。幽霊党員への票がまとめて茂木氏に流れていた。専門家は政治資金規正法への抵触を指摘ということで、まあこれポストセブンなんで、まあ文春よりはね、だいぶ1枚2枚落ちる媒体だと思いますし、これで本当に茂木を落とせるのかという話なんですけど、まあこれなかなかとんでもない疑惑ですね。要は茂木さんってまあ高市さんとか石破さんとかと総裁候補として争った人なわけですけど、彼にねなんか謎の大量の投票があって、要は賃貸関係のまあ不動産とかやってる人たちの自民党員の人たちの大量投票があったと。まあ組織票を使うのはね当然人気の政治家としてはまあ当然の手口なんで、卑怯かもしれないけれども、それは別にまあ悪事ではないんですよ。ただ賃貸協会には事実上の党員ノルマみたいなのが課せられてて、年間800人とか1000人以上自民党員を獲得しろという無茶な目標が掲げられていて、できませんというとパワハラをされると。でそれもどうなんだよね。もうこの組織も腐敗してるじゃんって感じなんですけど、その達成のために行われるようになったのが名義貸しであると。一部の地域の理事や支部長は目標を達成するために従業員などの名義を勝手に解釈し、党員に登録し、党費も会社で勝手に立て替えるようにした。うちの自民党県連では1日1人4000円あたりの党員の4000円の党費のうち2700円が県連に入り、1300円が支部に還流される。その還付金も次の名義借りの党費に充てるわけです。都道府県の支部長は下の支部にも党員獲得の目標を振るもんだから、同じことが広がっていき、どんどん幽霊党員が組織的に増えていって、まあ、その幽霊党員がみんな茂木さんに投票していたというまあ私裏金事件からねずっと自民党は回答すべきだよって、もうこの政党ダメだよっていうことを言ってますけれども、もういよいよ極まってきた感じですね。ここまで腐りきってたらもうダメでしょだってまともに総裁選もできないってことですよね。これ確かに高市さんは普通のね一般票で取ったかもしれないですけれども、だからこういう代理投票みたいな真似を平然と行ってるんだったら、もう公選法もクソもないですよね。上脇宏神戸大学学院大学教授によりますと、自民党の党員獲得について大規模な名義貸しと党員の肩代わりが行われていたとすると、政治資金収支報告書には党費ではなく会社から寄付というふうに書かなきゃいけない。政治資金規正法上寄付者の不記載や虚偽記載である疑いが出てきます。まあ当然のことだと思いますけど、これは幽霊党員に支払ったお金ですとは書けませんので、虚偽記載に当たりますよね。はい。ということで、茂木さんも逮捕されてほしいなと思います。はい。ということでですね。はい。まあ、本当ならというかね、だって、ここ、高市政権で本当なら首飛ばなきゃいけない案件いくつあるのって話ですよね。もう、ですね。まあ、ウルフルズとかでゆずさんとかもね、椎名林檎さんとかは日本大好きみたいな曲出してますけど、まあ、その話ちょっと後でします。ですね、宗教みたいなことやってる。いや、ほんと統一教会っぽいですよね、この手口で。はい。もう怒るのめんどくさくなってきた。なんで毎回邪悪なものがこぶり出てくるのか。いや、ほんとね、嫌になってきますよね。極まれりでしょ、腐敗が。
伊佐真一さんっていう人がですね、最近高市さんを追及したことで、お前の右はクリーンなのかみたいに追及されてるんですけど、私はあんまり正直伊佐さん嫌いなんですけど、公明党ファンの人によると、伊佐真一さんのは政治資金的にはちゃんとしております。難癖つける暇があるんだったら自民党の茂木敏之さんの資金移動について透明にしていきましょう。おそらく政治資金報告書をどれだけ見ても問題がございません。支出内容の公開をほとんどしなくていい段階になぜか資金が移動されているので合法的に資金の流れを不透明にしていますということで、以前朝日新聞に報じられたことによると、2022年までの10年間で茂木敏光政策研究会っていう、これ届け出済みの、ちゃんとね明細とかを公開しなきゃいけない団体から、茂木敏光後援会総連合会という謎の団体にですね3億2000万円を移動していたダメじゃんこの人そもそもなんでこの人が総裁候補になってんのっていう、私これ知らなかったんでちょっとビビったんですけど、裏金議員じゃないですかこれだっていやもちろん裏金スキームとは違うんで、別にね茂木さんは裏金議員、いわゆるその狭い意味での、萩生田光一さんとかと同じような裏金議員というわけではないんですけれども、これはもうね資金隠しスキームですよね、典型的な。だからよくわかんない謎の団体に自分の政策研究会からちょこちょこと毎年3000万円ずつ資金を移していったっていう疑惑があるんですよ。でこれ明細公開されたらさすがに茂木さん議員辞めなきゃいけなくなるんじゃないですかね。この幽霊部員疑惑と合わせてですけど、ほんとこんなやつ分かりだいやほんとおでんまみれですよね。なんかいくつあってももうしょうがないっていうか、そうマネロンに近いですよね、手法としては。だから本当は資金を公開しなきゃいけないにもかかわらず、それを必要がない関連、自分の持ってる総連合会っていうところに、明細記載不要のお金をちょこちょこと移していたという話なんですよね。いや本当ね、権力者なら何でも許されるんかいっていう話なんですけど、なぜ権力者がなぜ許されるかというと、はい、検察が腐っているからですね。さすがにこれは自民党も割れました。袴田さんの声も聞いたのかと国会でアジのやらし再審法改正案が可決されてしまったのですが、これもですね、大概不十分な内容でした。ただ、自民党の一部稲田朋美さんとかはですね、袴田事件などの例を挙げて、再審手続きの長期化が非常に大きいと、いうことでですね、法務省の言いなりになるもんかと抵抗していたんですけど、自民党にしては珍しく、なんですが、今回ですね、神田純一議員の演説によりますと、長期化解消は急務だと指摘、法案の意義を強調しつつも成否は成立後の警察や裁判所の運用に委ねられるというふうに語った。その上で審議のプロセスを経て感染者が襟を正し、これからの運用をこれまで以上に適切なものに向上させていく期待を持ちたいなどと語ると、議場からは即座にやばいわというヤジが飛び、5年ごとの見直しをしますということで、逃げようとしているんですけれども、これ検察とか法務省が出してきたのが本当にやばくて、要は検察審査会っていうところが冤罪であっても上告といういじめみたいに上告しまくって、だから延々と冤罪の人を縛り付けることができるっていうような、状態になっていたんですけれども、それがさすがに冤罪の温床になるからやめようというふうに言ったのに、検察は一切認めなくて、なんとかして自民党を押し切ろうとしてたんですね。だけど稲田さんみたいな人がさすがにブチ切れてダメやって言って、少し修正されたんですけれども、結局ですね、あんまりなんか中途半端な内容で通ってしまったということです。この法案が衆議院で可決された際には、その後の参議院でぜひ冤罪被害者の心情に寄り添いなどと言葉をつなげると、議場からははぁという不満を交えた声が飛んだということで、いやでもこれは本当参院自民党をさ、中道とかが説得して反対すべきじゃないかと思いますよ。だから検察マジで腐ってるのでこれは本当に通さなくていいと思いますし、自民党の一部の協力も得られるんじゃないかと思います。はい。
そう。おやすみなさい。ナルクラスタさんおやすみなさいませ。はい。なのでですね、全く腐りきっている自民党と検察両方なんですけれども、なぜ検察は第三者委員会を作れないんでしょうか。これも自民党の森雅子元法相なんですが、北川というですね、元検事正の性犯罪事件をめぐり、現法相に設置を迫るも自衛回答と、大阪地検のトップだった北川健太郎元検事正が、部下に対する、ですね、性的暴行罪で起訴された事件をめぐり、元法務大臣の森雅子参議院議員が、法務大臣に対してこのまま放置すれば新たな犠牲者が出ますよと述べ、検察から独立した第三者による調査の実施を求めましたが、ゼロ回答であったということで、もう本当になんかなんでしょうね、自民党だからといっては、なんか2人とも女性議員なのがちょっと象徴的だなと思いますけど、森雅子さんとか、稲田さんみたいな、割とリベラル寄りの人だって、一応いるわけですよ。彼女らはね、高市さんには逆らわないけどね。だけど、いるわけだけど、結局、検察が自民党以上か同党以上に腐ってるので、こういうことを言うとですね、話が通らないんですよね。はい。北川のね、ですね、訴追を求める、署名なども、ですね、概要欄にありますので、皆さんぜひ署名してください。はい。ここに来て稲田朋美がやってくるという激アツ展開なものの4年間後ほどことはうまくいかないですね。森さんも自民党の議員さんなんですよね。やっぱり自民党は回答すべき、党内拘束のせいでどれだけの民意が反映されてないんだよ。いや、本当ね、だから、野田聖子さんとかね、いや、稲田さんは私は、歴史修正主義をやってた時期があるので、あまりね、評価の複雑な人なんですけど、なんかね、最近リベラルになった人だから、ただね、自民党ではやっぱりね、党議拘束によって、自分の言いたいことも言えないという、人がね、相当数いるわけなんですよね、おそらく。だからね、ほんとね、バラバラにした方がいいと思うんですけど、それは自民党員の人たちのためでもあると思うんですけどね、結局自民党に権力が集中することで、こうした不正がまかり通っているわけですからね。はい。ただですね、腐敗の極みといえば、稲田さんはレインボーパイレードにも出てます。はい。腐敗の極みといえば、っていうことで、はい、この話を最後にちょっとして終わりたいと思いますが、登録していない業者が事前販売を行うというのは法律で、禁止されておりますけれども、例の中傷動画を流したとされている松井氏が社長を務めております入社、これがノーボーダーダウンを構成する一社でございますが、プレセールスを行っていたことを示す契約書の提供を受けました。事前販売をしており、顧客は1人当たり数千万円から億単位の金額を投資していたというふうに言われております。ここは一般論としてよろしいですけれども、無登録業者が直接顧客に暗号資産を売買すれば、資金決済法63条の2に違反し、3年以下の懲役または300万円以下の罰金になるのではないですか。資金決済法の第2条第14項に該当する暗号資産の販売交換やその媒介を業と行う場合には、暗号資産交換業に該当し、資金決済法第63条の2により登録が求められております。他方、その個別の行為の暗号資産交換業への該当性については、実態に即して、利用者保護の観点から実質的に判断する必要があると考えております。先週の衆議院の財政金融委員会で相談が寄せられていると、5件寄せられているうち3件が被害額も提示されているということですが、この私がお預かりしました契約書、この問題について金融庁にも相談がいってるんじゃないですか。金融庁の利用相談室に寄せられた個別の相談のですね、具体的な内容については相談者個人のプライバシーに関わりますので、詳細の回答をさせていただきたいと思いますが、利用者相談室にはですね、当該社内トークンの DEX における購入に関し、自身の具体的な被害額に言及があった相談は6月12日金曜まで3件寄せられております。それ以外においても、金融庁相談窓口に寄せられる相談の中にはですね、トークン等の投資に関する相談も含まれております。はい。何がプライバシーに配慮じゃ金融庁全部知っとるじゃないかというですね。はい。サナエトークンがですね、プレセールスを行っていることを示す契約書がですね、森さんのところに、森議員のところに提供されたそうです。すごいですね、この方。はい。ということで、リークした人も勇気があると思うんですけど、立憲民主党の追及によってですね、はい、ついにですね、サナエトークンが完全に違法な販売手法をしていたということが、ほぼ明らかになったのではないかと言われて
ます。まあ、週刊現代とかは先に言ってたことなんですけど、無登録の業者による暗号資産のプレセールス、事前販売の疑いが強くあり、これは資金決済法違反の可能性があります。その根拠として、ずっと追及している川野さんは、早苗トークンの優先購入権を予測していた契約者、いわば被害者に複数人取材し、契約書の現物を入手しています。しかし、金融庁は一向に動こうとしません。これはいわゆる高市総理案件だからではないでしょうか。事態を整理するとこうなります。1、怪しい人たちが早苗トークンで人儲けしようと考えた松井さんですね。2、怪しい人たちは木下秘書からの印象を良くするために総裁選で対抗馬を中傷するサービスを提案した。3、木下剛秘書はまんまとその提案に乗っかってしまい、早苗トークンの内容がよく分かってないのにゴーサインを出したと。これ高市さんにね、割と好意的な見解なんですよ。彼女は何も知らないっていうね、前提ですから。でも今の情報を総合すると正直コードしか考えられないっていうところではありますよね。だって木下さんと松井さんがやり取りしてね、中傷動画いいねみたいなこと言った記録は残っちゃってるわけですから、だから、早苗トークンのね、事前販売という違法行為をするために木下はまんまと利用されたというところですね。はい。だからね、本当木下高市をやっぱり首相の座に置いとくのはダメだと思いますよ、もはや。犯罪組織に加担してたわけですから、知らなかったじゃ済まされないですよね。はい。ですね。NN さん、コンカラスです。はじめまして。日本は戦争してないし、防衛力を高めちゃダメなのか。単純防衛力を高めることに関しては、ミサイル射程、配備とかね、いろいろありますけれども、特に、そんなに反対の意見ってないと思いますよ。私はすべての武装に反対している左翼ではありません。なんですけれども、例えば沖縄の基地を集中させまくってるのをどう考えるかとか、武器を輸出することはどうなのかっていう話ですよね。武器輸出には反対です。はい。っていうことですね。で、高市早苗首相、中傷動画疑惑のキーマン、秘書を切れない事情、秘書は辞任を申し出ているが、総理が慰留しているという、これもポストセブンがすっぱ抜いているんですけど、どこから情報を得てるんだろうな。ポストセブンってね、飛ばし記事も多いので、正直文春ほど信用できるかっていうと信用できないんですけれども、なので割り引いて聞く必要はあります。ただ、木下さんに関しては、高市さんの金庫版をやってて、何から何まで知っていると。だから、高市さんとしてはもう切りたくても切れない。自分のね、やっぱ裏も表も知ってる人間だから、ね、最悪だって裏切って松井さんみたいに高市はいやー、こういうやつでさ、あいつは嘘つきでさ、みたいなこと言い出したら困るじゃないですか。だから切りたくないし、だからといって木下の疑惑を認めれば今までの説明が嘘になり、しかも犯罪組織に加担していたことになり、総理の政治生命に関わります。秘書を切ったとしても報道を認めることになってしまいます。だから切れないという状態ですと、いうことでですね、間違いなく高市が慰留してるんだという、ポストセブンはちょっと断定帳で書いちゃってますけど、証拠はありません。証拠はありませんが、ただね、割とあり得る、可能性ではないかと思います。はい。最後にね、なんでこんな腐りきってんだこの組織はということなんですけど、でしかもなんでこの腐っている高市政権をみんな支持しちゃうのかっていう話なんですが、このファガーさんってなんか若者向けのなんたらこんたらって言ってて、それはちょっと偏見が入っていると思うので、そこはちょっと割り引いて読むべき内容だと思うんですけど、高市さんはアナーキーな人だっていう、これ非常に鋭い考察だと思うんですね。これは真の意図ではない。私は常識に縛られないという強いシグナリングである。これは既存政治に疲れた有権者に本気度を伝える、ポピュリスト政治家の手法ですよね。閣議決定で何でも決める、憲法や法律を無視するといった過激な行動は、交渉において自らの選択肢をあえて狭めることで強気の立場を確保する手動、いわゆるオデュッセウスコミットメントの手法であると。リセットを望む層にはブレないと映ると。なぜ負け残んだギャンブラーに共感するのか、これもちろん若者に限った話じゃなくて、日本全体がそういう感じだと思うんですけど、人は多くの損失を抱えている状態にあるとき、むしろギャンブル的な行動を好む。日本の長期停滞、世代間格差、負け組意識を持つ人ほど大きなリセット、グレートリセットですね。はい。都市伝説解体センターですね。革命的な変化にわずかな変化でも確率にもかけたくなるのだと。現状維持の利得が低ければ低いほど一度
全てをぶち壊すという戦略が合理的になる。高市の破れかぶれの戦法はそうしたプレイヤーにとっては非常に魅力的に見えると、いうことでですね。だからまあ高市さんがね、トランプに関して特にやってることって私はずっとギャンブルだと思ってて、要はトランプさんが全て平和を作り出してくれることに高市さんは国を差し出してかけたわけですよね。まあある意味確かにこれ以上ね戦争が続かないっていうもし感じに落ち着くのであれば彼女は賭けに勝ったっていう面もあるかもしれないですが、これだけの甚大な被害を出しておいて、まあ全くその損失に関しては保証する気もないし、まあやったらやりっぱなしなわけですよね。で、こんな感じでね、全てをデストロイしていくのが、まあ高市流なのではないかっていうことで、まあ、やっぱりああいうね、なんかめちゃくちゃな、私からみたいな人間から見るとめちゃくちゃに見える政治主張っていうのはわざとやってんじゃねえかっていうのが、この考察ですね。はい。まあ実際高市さんの指示のなんぼかをね、説明する根拠にはなる理由にはなるんじゃないかなと思います。はい、都市回の実況はですね、音花風花さんのスターレッタ・クローワールズのコンビでやらせていただきましたので、ぜひ、ご視聴ください。そのギャンブルに打って出る体力すら日本には残っていないと思います。大逆転もありませんということで、はい。負けが込んでる人がギャンブルをしてもね、大逆転はないです。はい。はい。それだけは絶対にありません。ということでですね、壊れゆく高市政権の話をしてしまいました。ということでですね、まあ、金とヘイトでどんどん日本は壊れているわけですけど、なんかすでにですね、だいぶ時間が来ているので、ちょっと後で早回しでいきたいと思います。ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼いたしました。ゆうこさんコンカラスです。デストロイヤー高市。まさにデストロイヤーですよね。はい。そう、赤木智弘さんの希望は戦争、まさにそれですね。ありがとうございます、ゆうずさん。それは非常に重要だと思うんですけど、まあ、要はね、戦争でリセットすればいいんじゃないかみたいなことを、若者論をですね、結構20年ぐらい前でしたっけ、言った赤木さんっていう論客の方がいるんですけど、彼は一貫して左派なんですよ。だから、左派の立場から、まあ、そういうのが求める人たちがいるんじゃないかっていう、でも、そういう人たちが結局、権力の座についたあたりのタイミングが、まあ、高市さんが登場して、こうやって高市首相が誕生したタイミングと重なってるわけですよね。はい。都市伝説解体センターは非常に社会派なゲームで、なんでグレートリセットが求められたのかっていうのもね、納得できる衝撃的なストーリーなので、はい。ぜひやってない方はプレイしてみてください。実況も見てください。お願いします。ということで、チャンネル登録、高評価とも引き続きよろしくお願いします。ここからはちょっと早回しでいきますが、金とヘイトで壊れゆく日本、小泉推しと MAJ と FIFA ワールドカップの話を、まあ、せざるを得ないのでしたいと思います。はい。立憲民主党議員が自衛隊に行く子は経済的に厳しいと発言し、謝罪し撤回しました。15日の参議院議員決算委員会の質疑で、立憲民主党の小勝景さんでしたっけ、参議院議員は、防衛省が防衛白書の内容をまとめ、希望する小学校に配布した冊子について質問しました。古賀氏は自衛隊に行く子どもたちは経済的に厳しい子どもたちが行くのだ。豊かな子どもたちは自衛隊にならないというふうに発言し、まあ、そこに小泉が激怒、職業差別発言であるというふうに指摘して、古賀さんがですね、小勝景さんがですね、認めてしまって、まあ、謝罪したということなんですけど、まあ、正直、形式的に言えば差別発言です。はい。それは、彼女自身も謝ってるので、私はね、それは認めるべきじゃないかと思います。なんか、いや、差別発言じゃないっしょって、経済的徴兵、要はね、貧しい人たちを戦場に送ろうとしてるんだっていう話をしただけだろっていう、確かに、そういうことを言いたかったんだと思いますよ。善意的に解釈すればね。わかるんですけど、言いたいことの文脈はわかるんですけれども、やっぱりその自衛隊に行く人たち
たちが貧しいっていう風に言ってしまったら、もうそれはね、属性に対する差別になるんで、本来だったらやっぱり議員辞職とかも考えなきゃいけない発言だと、失言だと思うんですよ。ただ、本来的にはっていう風に留保をつけたのは、例えば参政党などは普段からこれよりもっとひどい差別発言をしまくっているにもかかわらず、誰も議員辞職してないですよね。はい。ということをスレッズで書きまして、さらに続けて、小泉進次郎は散々沖縄の人たちを左翼呼ばわり、左翼は本来悪口ではないがニュアンスの話をして、門地による差別をしていると言っても過言ではないのだから、この議員を差別者呼ばわりする資格はないでしょと。まあね、小泉さんはね、差別だ、差別だ、差別だ、自衛隊差別だって言って怒ってるんですけども、まあだからそんなことを偉そうに言うことではないですよね。沖縄の人たちをさんざっぱら左翼だとかなんだとか言って、いや、だから左翼であることは本来差別ではないんですけれども、どうしたんだという話なんですよ。なんですけれども、はい、私がスレッズというか、まあ、ツイッターの天才なんだけどね、あれを書いたらですね、まあ、スレッズのアカウント最初作ったって言ったじゃないですか。どんな反応が返ってきたでしょうか。はい、すいません、差別注意です。頭悪すぎ。沖縄の人々を左翼呼ばわりはしてません。沖縄に入って反政府運動をしている本土の人たちを左翼って言ってるんです。沖縄と無関係のあなたのような反日活動家を左翼と呼称しているんです。左翼さも悪いように感じるあなたが差別なのではないですか。いや、だから左翼呼ばわりっていうのは悪口ではないがニュアンスの話だって言ってるじゃんって。あなたは来るって言って。いや、ごめんなさい。差別発言すぎるんだけど。いや、これやばいですね。これ30件ぐらい私リポストされたんですよ。すごいですね。これがスレッズかという、なんかスレッズのですね、恐怖の洗礼をちょっと受けました。はい。だってでもそんなやばい発言してます私。してないと思うんだけど。だから別に、あくまで主語は小泉進次郎だし、ね、まあ、いわゆる右翼の人たち、ちょっと、すいません、言い方を考えますが、いわゆる右翼の人たちがみんな沖縄を差別してるなんて言ってないし、基地擁護派、推進派の、まあ、小茶さんとかのね、うちなんちゅうの人も含めた人たちが差別主義者だとは言ってないじゃないですか。言ってないし、だからみんな左翼活動家呼ばわりしてるんだぞっていう、それは差別だろっていう話をしただけなんですけれども、なんか反応が凄まじいんですよね。で、いきなりこんなこと初対面の人にってくるってさ、やばいですね。X 以上だと思います。で、しかも結構実名のアカウントとかあるんですよね。いやー、すごい。これがスレッズかという。ちょっと恐怖しました。はい。まあ、普通にこういう発言は通報しておりますが、はい。いやー、すごいですね。怖いですね、スレッズ。これが差別であるというのは間違ってないけど、そう。だから小泉には言う資格ないんですよ。あなた散々だから沖縄に対して差別的なことしてるでしょって。なのになんでそんな偉そうに説教すんのかねっていうことを私は言っただけなんですけれども、で、ちゃんとね、文脈がわかるように下のね、丁寧でしょリプもつけてるんですよ。いや、だから反応来始めた瞬間に、あれやべえなと思って、一応つけたんですけれども、実際なんかね、なんかネット用の人たちが私のこと前回1週間前にも同じようなアカウント作ったんですけど、その時大量通報したらしくて多分凍結されたんですよね。で、なのでね、怪しい動きをしないように私は粛々と私が被害を受けておりますって言って通報するだけに留めているんですけど、喧嘩しないようにね。なんか理不尽ですよね。なんで左翼発言をするとすぐ凍結されるのっていういやー、アカウント作りたてでこんなリップくんのやばいですよね。だからなんで使われたんだろうっていう。初対面、実名、無敵でしょっていう。スレッズは近寄らないでいたのでよく知らなくて。いや、私もだから近寄りたくなかったんですよ、正直あんまり。だからね、X よりやばいって聞いてたから、まあ X の天才アカウントとして作ったんですけど、びっくりですよね。昔のそう、5チャンネルまとめサイトみたいな感じですよね。ですね。いやー、やばいな。ちょっと待ってください。今もしかして、これね、2時間ぐらい前にあれしてるから、2300回も表示されて51件もついてる。うわー、すげえ。大炎上してるじゃないですか。話がずれすぎ、自分の都合の良い方にゴールポストをずらしてますね。へへへ、みたいなことを言われてます。いや、小泉大臣は間違っていません。っていうですね。
すごいな。これ通報したんだけどな、凍結されてないみたいですね。不思議なことですね。はい。お前みたいなクズ活動家を批判しただけやっていうですね。皆さん、この人たちみんな初対面っていうか私知らない人たちですからね。ねすごくないですか？はい。ちなみに沖縄の人たちだけが唯一ですね、普通に沖縄県民が辺野古埋め立て反対や基地や米兵を批判するとすぐ左翼がとか言ってくるでしょう。そんな普通の沖縄県民は多いはずですっていうですね、共感するコメントを寄せてくださってます。ありがとうございます。本当こんな状況なのにすみません。はい。いやー、怖すぎますね。いやでもスレッズってなんで私は凍結されるのにこの人たち凍結されないの？おかしくないですか？はい。貧困は政府の責任なんですから、小泉さんは自衛隊の誇りがどうこうの言う前に貧困を没滅しろっていう、いや全くその通りなんだよな。経済的徴兵って言われたくないんだったらそうしろよっていうですね。ギャブって何でしたっけ？海外の曲サイト、曲 SNS でしたっけ？はい。確かにそういう感じなのかな。なんだろう、すごくめんどくさい感じがする。怖すぎっていうですね。はい。まあ、そんな怖すぎなスレッズなんですけど、ですね、まあ、人気のポストとかを検索してみたら、こんなのが出てきました。完全アウェイの中、ワールドカップ観戦の進次郎大臣、恐るべしコミュ力ということで、これが6958いいねされています。表示 5.9 万回。いやなんかもう X だと批判もあるんですよ。X だと批判もあるんだけども、批判も一切ないような感じで、まあこういうねアカウントにすごい称賛が集まってるので怖って思いましたね。まあこれがなんかねまあインスタの人たちに対してすごい偏見があるけど縦乗りなんだなという、はい、恐ろしさを感じました。はい。スレッズは政治的なものだけじゃなくても意見が違うだけでものすごい攻撃的な人が来ます。いや、そうなんですね。はい。初めて知りました。恐ろしいことだと思います。恐ろしい SNS だと思います。はい。皆さんフォローしろとか言っといてあれなんですけれども、スレッズにわざわざ来なくていいと思います。恐ろしい空間なので。はい。まあしかしですね、ワールドカップを称賛している小泉大臣なんですが、はい、そして日本人はオランダ戦が終わった後スタジアムから自分たちのゴミを回収し始めたのだ。素晴らしき日本人。しかし佐野回収を応援していたということで、このビデオは2022年ワールドカップカタール大会のゴミ袋を示しており、今回のオランダ戦のものではありません。これ自体がデマツイートなのかよっていうまあこれなんかブラジルの右翼の人がボルソナロ主義者の人から、ポストしてるみたいなんですけれども、まあこれがなんか33万回ぐらいいいねされていてまあラッシャさんのね冷静なツッコミのおかげで相対化されたんですが、いや信じられないですね。この小泉進次郎様大臣様がですね性犯罪者が出ているワールドカップを応援してみんなから絶賛されている日本最高みたいなこと言われてるっていうのは、はい。次の成果会社を育てるのは誰でしょうか。あいつらを許す君たちですということで、はい。佐野海舟を日本代表にしたのはね、間違いだと思います。はい。見えてる世界が違いすぎるって、いや、ほんと違うんでしょうね。だから暴力を容認するのやめてほしいですね。いや、安倍晋之助さんの証明めっちゃ叩かれそうですよね、それつり上げたら。怖いわ。イニロンの X よりもインターネット対戦 SNS とかしてる。いや、でも本当こういう雰囲気なのびっくりしましたね。X よりはマシだとなんとなく思っていたし、いや、だから一応私凍結されちゃったから通報機能してるはずなんですよ。なんで私が凍結されるのって理不尽を感じる。そんな過激なコメントしてなかったはずなんですけどね。実際私は親戚は元自衛官の人は学歴いらないし資格取れるから自衛官にしたと言ってました。まあ実際そういう人多いですからね。自衛隊の人手不足が問題になってくるはずなので、政府が経済的徴兵制を持ち出してたら再燃させてやりたいですね。はい。その時何言ってましたかあなたはってね。普通にお金持ちの子女だって自衛隊になるって言ってたじゃんっていうね。なんで経済的徴兵するんですかって言いたいですね。はい。ですね。なので、ジョッジスポがまた取り上げてくれたんですけど、ワールドカップ直前に再炎上、不同意性交で逮捕の佐野海舟を代表に選出、森保ジャパンが向き合うべき大雨処置のつけとはということで、まあ、経緯を知らない人、私のラジオには少ないと思うし、時間があまりないので省略しますが、まあ、佐野海舟さんという人をですね、彼が性犯罪者であるというか、まあ、実際、容疑というかね、もう確定的な容疑なんですよ。まあ、集団での行いなんです
ですけれども、であったにもかかわらず、冤罪だとか言い張ってみたり、森保さんはですね、一度のミスだとかなんとか言ってみたりですとかね、性犯罪を、賠償化するかのような行為に出たんで、もちろんね、不起訴にはなってるんですけれども、許しちゃいけないだろうという話になっております。スレッズに投稿してみましたが、特には燃えてないです。あ、そうなんだ。ありがとうございます。海外でソーシャルメディアでは、この日本人がゴミ拾ってる映像を逆再生させて、日本人はゴミを作ってるみたいに言われてバイラルしてました。それちょっと見てみたいな。レター、Facebook もなかなかな場所になってる。ミスで済まされるほど他人の人権は軽くありません。はい。ということでですね、サウスチャイナモーニングポストというですね、歴史ある、新聞がですね、FIFA ワールドカップ性的暴行で告発された2人の選手が対照的な、対応を受けるということで、カナダは、ですね、強姦疑惑を理由に、ガーナのトーマス・パルテイへの、出場を拒否したが、日本の佐野海舟は大会名簿に相変わらず載っているということで、サウスチャイナモーニングポストなんで、中国がと言ってる人が一部にいるんですけど、香港の新聞でございます。もちろん香港の新聞だけど潰されてないんで、体制寄りのなんですけれども、らしいんですけれども、かなり、以前からですね、だからイギリスの、植民地状態だった時からある新聞なのかな。2026年 FIFA ワールドカップ開幕直後、性的暴行で告発された、ガーナにもそういう不届き者がいたらしくてですね、カナダに入れなかったらしいんですけど、対照的な運命から広く注目を集めており、なぜか、佐野海舟は絶賛されてるんですけれども、ガーナのですね、トーマス・パーティーという人は、疑惑を理由に正式にカナダのビザを拒否され、入国が禁止されたそうです。はい。ガーナ代表も大概だし、カナダは当然の措置をしたと思うんですが、なぜか、佐野さんはですね、ブンデスリーガでもプレーできてるし、日本代表になってるし、アメリカに普通に入国できているということで、なんだろう、この差は。はい。という話をですね、書いてくれてます。だからサウスチャイナモーニングポストって、だから香港の関係者とかもみんな読んでるような有名なね、媒体なので、これで一気にですね、世界中に広まった感じですね。はい。当然の展開だと思うし、なんでこれを予想してなかったのっていうふうに思いますけれども、はい。スレッズ霊障系がいなさそうなのが逆に怖いし、純度 100% の差別主義。確かに霊障がいないからか。確かにそれはあるかもしれないですね。X には山盛りで、佃煮にするほどいる、いわゆる霊障系の斜めに構えたような人たちって、多分スレッズにはほとんどいないんですよね。だから、ド直球のこういうなんかね、称賛であるとか、悪魔であるとか、を飛ばしてくるタイプの人が多いのかな。インスタでもスレッズで覚えてないけど、賛同反応もないです。情けない。いや、でもそういう問題じゃないんじゃないですか。私なんで、だって、8人しかフォロワーさんいなかったんですよ。さっき。今増えたかもしれない。フォロワー10人に増えた。ありがとうございます。10人しかいないですよ。でもなんでカラスワ100そんな狙われてんの？はい。カラスは目立つからね。はい。アパホテルがゴミ袋提供してるらしい。いや、なんかそれも最低ですよね。アパホテルに佐野回収かっていうどんだけ我々に喧嘩売ってんのっていう感じですけれども。はい。ということで、佐野海舟さんは日本代表を辞めてほしいと思いますし、というかサッカー界から去ってほしいですね。はい。という感じなんですけれども、日本の高市早苗さんは何をやっていたかというと、本日音楽団体で構成する一般社団法人カルチャー&エンターテインメント産業振興会が開催するミュージックアワードジャパン2026の前夜祭にお招きいただきましたということで、日本のグラミー賞を目指すとかなんとか言っていたミュージックアワードジャパンの前夜祭に似て演説したそうです。なんで呼んだん高市さん終わったっていう。いや、もうこれがほんとクールジャパン仕草ですよね。なんかその性犯罪者を許してみたりだとか、日本の首相を呼んでみたりだとかですね。はい。サカナクションの山口一郎さんっていう人、山口さんは別に私はあんまり悪く思ってないので誤解しないでほしいですけど、責任が取れないから反省は言えないというふうに政治的にはっきりした態度を取らないことが理解を示され大きな話題になりましたが、その後日本独自の音楽アワードである MAJ に高市早苗首相が堂々と登場して一切ブーイングも起こ
こらないというのを今の日本という感じで最高に良かったですねと。残念ながらその時の総理が登場して日本の音楽を国のために発信してくださいと政治利用してその場にいたアーティストが拍手していたらもうおしまいです。日本版グラミー賞とは何だったのでしょうか。ということで2回目でミュージックアワーズジャパンとはというですね、朝日新聞音楽舞台取材班さんが熱く語ってくれているんですけども、終わったと思います。はい。ミュージックアワーズジャパン、トヨタのおっさんがプレゼンター、スポーツアーが出しゃがる音楽イベント、それを NHK が中継。これ NHK のなんか放送コードに引っかからないんですかね。はい。ということでですね、米津玄師さんですね、トヨタアリーナ東京でトヨタって書いたサメに乗って、アイリスアウトを披露したそうです。なんかこの人どんどん烏丸ラジオから離れていきますね。どういうことなんでしょうか。はい。ということで、クールジャパン日本でございました。ということですね。すいません。ちょっと早口になっているんですけれども、時間があれなので。はい。でももうなんか舌が回りますよね、これ。本当に。もう言いたいこと多すぎるんですよ。音楽兄弟全体やばいと思いましたが、本当についにここまで来ちゃったんだと、やばいんだというふうに思い知りましたっていうね。いや、なんかほんと全体的に確かに体制寄りだと言われていたけれども、まあ、アーティストの人たちはいろいろ悩みも抱えたし、リベラルな人もいるしっていうことで、なんとかまあ、あれしてたじゃないですか。ごまかしていた面があるじゃないですか。でも、ここまで露骨にやられると、もうなんか終わった感ありますよね、これは。ダメだろっていう。はい。なのでですね、米津玄師はこれ了承してるのかって、まあ、ポンピーさん書いてくれてるけど、米津玄師本人が歌ってんだから、それ了承してるでしょ。まあこれ何にせよトヨタの企業 CM だし、まあ NHK がしかもこれをやってるというですね、まあなんか全ての腐敗が凝縮されてるなという気がします。はい。12時までってことはないです。おそらくですね、12時半ぐらいまで続きますので、皆さん朝早い方とかはですね、全然アーカイブ残しておきますので、よろしくお願いいたします。米津玄師は烏丸ラジオで LGBTQ+ についてのみならず、他のことも勉強してもらわないとならないですね。切れそうですっていうですね。怒りを買っている。はい。ということで、日本のですね、小泉推し、MAJ、FIFA ワールドカップなどの話でございました。ということで深夜になってしまっているので引き続きガンガンいきます。日本の地方政治の攻防について、はい、ちょっと非常にすいません、ショッキングな動画が流れるので、マジで嫌な方はですね、ちょっと強烈なので、何分ぐらいだ、1分ちょうどですね、はい、飛ばしてミュートしてください。はい、本当にちょっと強烈なのですが、ただこれ聞かないとね、流さないと意味がわからんと思うので流します。はい。有権者の血税でぬくぬくと飯を食わせていただいているわけでしょ。たかが机を叩かれたぐらいで威圧的に感じただのなんだの、ふざけたこと言ってんじゃねえよ、バカかお前ら、いい加減にしろお前ら、真面目に仕事をやれこの大バカ野郎がというのがごくごく一般的な有権者が抱くごくごく一般的な感想というものではないでしょうか。遊園地のお化け屋敷でもってですね、怖い怖いと大騒ぎをする桜にでも転職をしやがれこの野郎というのが普通の一般人が考えるところではないか、私はそう思います。田中裕太郎議員、そろそろ終わりにしてください。杉並区会21名の懲罰発議者が行っていることは重大な人権侵害であります。その人権侵害に対し懲罰特別委員会の場で明確に待ったをかけたのは唯一今のところ自民党だけであります。このままで良いのでしょうか。はい。すいません。どういう属性で強烈かすいません。説明すべきでしたね。はい。また今ちょっと。ごめんなさい。パワハラ議員です。はい。もう遅いけど。ということで、差別主義者パワハラ常習犯で有名な自民党区議田中裕太郎という人が、杉並区長の岸本さんからもですね、まあ、お叱りを受けて、ですね、懲罰動議を発動された時に自民党議員の8人だけは、田中裕太郎を懲罰すべきではないと反対したという。一般社会では通用しそうもない最悪のこういうね、まあ、パワハラそのものの言葉遣いを議会という場で発せられるという、まあ、常に杉並区議会でこういうことをしてるんですね。はい。本当ね、田中はね、早く議員を懲戒になってほしいと思っている。3年ぐらい私批判しているんですけども、なかなか消えないですね。はい。
ですね。いやいやいや、すいません。私が説明しなかったのが悪いです。全然気にしないでください。田中裕太郎知らないよね。はい。マイナーなんですけど、もう本当にこういう強烈な人なんで、はい。高市のせいでダメージ受けてる音楽業界がこれをやって批判が起こらない。あ、そうですね。すいません。ちょっと時間の関係で取り上げませんでしたけどもね、中国の代表的なポップソング排除されてたらしいんですよ。世界各国のポップソング取り上げられてるんですけど、ほんとね、MAJ は終わってるなと思います。はい。いつもショッキングですが、グラミー自体がもうあれなのに、日本版は国威発揚イベントみたいになってて余計あれですね。着物へのヘイトと衰退をよく表していると噂の人ですね。ここまで純粋なパワハラって以前あまり聞かないですね。自民党は反社会勢力だっていうことですか。なんで懲戒にならないのかと思ったら自民党なんですね。ですね。はい。杉並区議会自民党は本当にこういう人たちばかりだと言われてます。はい。まあ、この中でですね、区長の岸本さんはなんとか踏ん張って戦ってるわけですけれども、まあこれもちょっと人によっては嫌な人いるかもしれません。前区議の、区長のですね、田中亮という人から批判された時の映像です。ただまあ結果的にはですね、見ていただければわかると思うんですが、ちょっとこれも流します。はい。私がお尋ねしたのは、なぜこういうふうに増えたのかっていうことで、これからああしたいこうしたいってことじゃなくて、なぜここまで急激に増やしてしまったのかということの原因をどう捉えているかという認識をお聞かせくださいということですね。それをお答えいただいて指名という感じで、はい、お願いします。はい。まず、学童の、人数、待機児童が増えているのは確かです。で、これは、一つは、この予想以上の、人口増加、それから予想以上の速度の、共働き世代の増加で、当時、田中区長の時代にですね、予測していた数値というものを大幅に超えるものでした。で、これに対して、学校内に場所を作っていくということだったんですけども、学校の、子どもたちの人数が予測に反して減るんではなくて増えてしまったんですね。で、減った場所について学童保育を作っていこうという計画が、もうその時点で成り立たなくなってきました。これが一つの原因です。で、それに対してですね、田中さんは、児童館をなくして、学校内の居場所を作ったことによって待機児童が減ったというふうにおっしゃっていますけれども、これ、その時は減ったんですね。ただ今、その9個のうちの児童館の、学校に移した場所のうち、7つの場所でですね、待機児童が200人以上、発生してしまっています。つまり全、待機児童の500人のうちですね、約 40% が児童館を廃止した場所の学校ので発生しているということについて、私は自分のブログでもしっかりと明確に事実について申し上げているところでございます。はい。岸本区長が何おっしゃってるか分かりますでしょうか。要は、ていうか岸本さんね、前半も見ていただければわかるんですけれども、言いよどんでるんですよ。すごく言いにくそうにしてて、でも田中亮っていう前区長の杉並区長の人が、なんで待機児童がこんなに増えたんだって、あなたの責任じゃないですかって、ああいう感じで迫ったんですね。なんかずっと李白とかでも霊障的な態度をしていて、本当嫌な議員だなと思うんですけど、でも岸本さんはそれで渋々、いや、児童数があなたが予想した時の予測より大幅に増えています。あなたの予測が悪いからなんです。しかも待機児童500人のうち 40% はあなたが児童館を廃止した場所の学校で発生しており、児童館をなくした子供たちが行き場を失ってるんですっていうふうに答えたんですよ。だからね、岸本さん、私みたいに嫌みったらしい人間じゃないので、言いたくなかったんだと思いますね。あまりに、要は、田中さんの癖を全否定せざるを得なくなるから。でも、田中さんがあまりにしつこいからね、答えざるを得なかったというわけですね。だから、田中さんは多分ね、何が自分の悪かったのかっていうのもね、よく分かってないと思うんですね。はい。ほんと論外な政治家だと思います。いや、本当に嫌がらせできりゃ何でもいいのがこいつらって感じだし、でもこれはね、本当ブーメランを投げ返されたという、左派には珍しい、岸本さんがね、それだけね、よく分かってる人だから、できたことだと思うんですけどもね。はい。ですね。いや、すごいな。これを真剣に考えないとこの速度で発言できないよっていうですね。だからちゃんと覚えてらっしゃったんでしょうね。当然ながら。はい。そう、前区長の失勢で、ちなみに、ここで、議論打ち切られてるんで、田中はコメントなく、そのまま、しょぼーんとして終わってます。でもなんか普通の人間だったらザワーとか言っちゃいそうなところなんですけど、そこをね、言いにくそうに言うとこがやっぱり岸本さんの人柄が出てると思いますね。
真剣に考えても普通に言葉に詰まりがちなのは私という例がいるので、真剣に考えているはこの速度で話せるの十分条件だけですと。前区長は自分で自分の不幸手際をアピール結果にということですね。はい。逆に岸本さんを応援しているみたいな感じになってしまったというですね。まあこれは本当いい返しだったので、ニコニコ動画の人たちでさえね、岸本さんやるじゃんって言ってる人たちが多かったので、まあ良かったなと思います。討論してね、まあだから田中さんが勝手に自滅したんですけれども、まあ実際討論してみると、やっぱり岸本さんの方が正しいのではないかという風な人が増えているようです。区長選討論会見ましたが、結局川北病院の問題などもありますし、待機児童もいじめ対応問題もいろいろあります。まあ確かに岸本さんはいろんなね、問題というか課題を抱えておられます。ただ、それ全部前区長の田中亮が悪かったんじゃないですかと。そして田中亮も今出てる大和田伸っていう自民党の人も給食費無償化に反対しています。どうせ学童をまた潰す気なんじゃないでしょうか。今の区長になってから杉並は40億の赤字なんですよ。黒字なんですよということで。もちろんこれはね、杉並というか岸本区長を支持している方の意見なので割り引いて聞いた方がいいと思いますけれどもまあそういう印象を与える討論会だったことは事実ですよね。リハックの冒頭で浜田山の駅問題をやってたけれども、ここはなんで開発が進まないんだって、まあ岸本さん責められてるんですよ。だからリハックなんかすごい霊障的で嫌な雰囲気で、体制ある人以外は見ない方がいいと思うんですけど、ですね、まあそういうような感じの内容だったんですけど、賃貸借条件の詰めができてないのに見切り発車で進んだ田中前区長の責任が大きいのではないでしょうか。細かい条件は不明だが、金額面だけではなく、これを飲んだら区民に説明ができないほどの条件だった様子です。これで岸本区長を責めるのは酷だと思います。相手には相手の経済合理性があるので責めるのも酷だと思います。所有権があるんですから、相手に無理な条件を引っ込めてもらうには別の条件を提示するしかありませんが、田中さんはどんな条件を出すつもりだったんでしょうねと。まあ、田中さんと大和田さんの主張っていうのは非常に分かりやすくて、まあ、自民党になればですね、スピーディーな規制、開発を進める規制ができますよ、みたいなことを言ってるんですよ。だからね、岸本さんの父としてなんか、進まないような議論っていうのはね、我々ではなくして、こういう人たちもみんな味方になるからね、規制がやりやすくなりますよ、はっはっは、みたいなことを、言ってるんですけれども、まあ、大和田さんはですね、なんか私に投票してください、私に託してください、みたいなことをリハックで言っていて、これは告示前にやってはいけない公職選挙法違反ではないかというような、まあ、疑惑も出ているんですけど、はい。ということで、まあ、リハックのリンクはこっちから辿れるんですけど、なんかみんななんか岸本さんに対して態度悪いので見なくていいと思います。はい。杉並区は以前より区の財政を支えるために杉並区に納税してくださいと区法で PR していたと記憶しております。財政課題は杉並区、大企業がなく支出が多い自治体の構造的問題もあると思います。そうですね。はい。だから、ふるさと納税とかやめればいいんですよ。スピーディーって独裁のことじゃないですかっていう。だから結局、田中裕太郎みたいな人が抱えてる人たちが熟議民主義って言っても説得力ないですよね。不都合な意見、こうやって潰したいだけじゃないんですか、君たちはっていう風に、言われたくなるとも思いますし、ただ実際、確かに岸本さんのなんか議会が空転したりするのって、まああったんですけれども、それは大体田中裕太郎とかそういうお行儀の悪い議員のせいなんですよ。はい。そして、まあ、お行儀の悪い議員といえば、何か勘違いしているのかと思いまして、だとしたら教えてあげなきゃというふうにコメントしたんですが、門博子さん、自民党杉並、出身のですね、衆議院議員にブロックされてしまいました。今日、駅で門博子さんに会ったので、ブロックを解除してくださいとお願いしてきました。ブロックの経緯を説明したら、外出してるから私は知らない、私はやってない、あとは秘書にとおっしゃって逃げるようにこの場を離れてしまいました。秘書にやらせてる、外注っていうことなんでしょうかって。まあ、門博子さんといえばですね、まあ、デモをやってたらですね、デモは奏上だとか、デモは意味がないとか、ごっこ遊びはやめろとか、ペンライトを振るなみたいなことを、まあ、偉そうに言ってきた人なんですけれども、まあ、門博子、大和田伸、田中亮とですね、田中裕太郎とですね、まあ、こういう人たち対、まあ、岸本さんというですね、まあ、岸本区長はある意味孤独な戦いではあるんですけれども、はい、まあ、杉並の人たちの良心に期待したいと思います。はい。
私もブロックされてる。ちなみに私もブロックされてます。なんか多分ね、左翼系のアカウント全部ブロックしてんじゃないですかね、門ひろ子さんは。すごいですよね。多分、門ひろ子って言及した人全員ブロックしてるでしょって勢いでブロックされてるんだけど。はい。そんな奴が衆議院議員やらないでほしいですね。はい。そんな奴が議員じゃねえな。知事をやらないでほしいといえば、はい。斉藤元彦ですね。すいません、写真が出ます。公益通報ではない兵庫斉藤知事の発言波紋議論が振り出しにということで、何言ってんだこいつという話なんですが、兵庫県議会は6月定例最終日の11日に斉藤元彦知事が、昨年6月に提案していた自社の給与を削減するという条例改正案について自民党が賛成していたにもかかわらず、突然ですね、斉藤の疑惑を、元亡くなったですね、県幹部の人が文書で告発した問題をめぐり、なぜか突然あれは公益通報ではないと、意味不明な主張をしだしたということで、何言ってんだと、さすがに自民党県連団もドン引きして、なんかですね、議案が、ポシャったそうでございます。大丈夫なんですかね、この人は。だからですね、知事の主張は当初から一貫しているみたいなことを言って擁護している人もいるんですけど、まあ確かにある意味一貫はしているんですけれども、1年、だからこの1年2年議論してきたこと何だったんですかね。よくわかんないですよね。いや、死者が出るほどの事態にもなって、まあ、立花隆は逮捕されたわけじゃないですか。だから、公益通報ではないというですね、斉藤知事の主張が間違っているよということを、暗に、まあ、日向に、我々は訴え続けてきたわけですけど、まあ、なんとも思ってなかったということですよね。まあ、本当恐ろしい人だなと思います。話が通じなさすぎですね。はい。変な言い訳だな。でも結構度胸ないんですよね。真正面から持ってくる人と向き合うことはできない。そうですね。門さんはね、臆病なんだと思いますね、多分。はい。いや、臆病なのは悪いことじゃないんだけど、まあ、一貫はしてますよ。ずっと公益通報とは認めてないですからね。最初から一貫してクソです。一般人記者を刑事告訴する動きを始めたので、この動きに化けの皮が働れる動きも出ました。はい。なのでですね、名誉毀損容疑で記者を告訴、人殺しやないかということで、フリージャーナリストの某男性の発言で名誉を傷つけられたとして名誉毀損容疑で、刑事告訴し受理されたことが代理人弁護士の取材で分かりました。私、すいません。何度かツイッターでは言ってますけど、フリージャーナリストの男性を支持してないので、まあ、いろいろ、思うところはあるんですけど、まあ、これはですね、どう考えてもやりすぎだし、出禁にするのみならず、まあ、人殺しやとじゃないか、お前はと口走ったことに対してですね、刑事告訴するという、暴挙に出だしたので、まあ、確かにね、ここから斉藤の終わりがいよいよ始まる可能性はありますね。まあ、挑発に乗っちゃったわけじゃないですか。なのでですね、自身のパワーハラスメント疑惑などを文書で告発した元県幹部の懲戒処分について別の記書から説問され、不服申し立てされなかった結果として受け入れられなかったことなどです、などなどと発言、不服申し立てをしなくても済む可能性が少しでも残っているなら、それをギリギリとして待ちたいという文書を残していたが、不服申し立てはその締め切り前になくなっており、そのことを再度問われた斉藤氏は、結果的には不服申し立てをされなかったなどと言って、まあ、これは本当死者を愚弄していると言っても過言ではないと思います。だから人の死を愚弄するなっていうふうに、まあこれは当然の発言だと思います。正しい発言をされてると思うんですけど、これを訴えちゃうんだ、すごいねっていうですね。信じられないですね。はい。まあ、ただね、これで訴えてしまったことで、まあ、いよいよですね、まあ、刑事でも負ける、裁判でも負けるっていうことになると、まあ、またね、知事失格者であるという、まあ、とっくに失格なんだけど、話が再燃するからというところもあるので、まあ、そういう意味ではね、挑発的なことを言ったわけですけれども、まあ、言ってよかったのかなという、なんか複雑な気持ちですけどね。はい。
そうですね、西脇洋介弁護士のね、配信を見ていると、なんかあんまり、すいません、私あんまり解説することがなくて、はい。皆さん、西脇弁護士や、信頼できる人の発信を見ましょう。いや、ほんと立花隆にどんどん似てきましたよね。なんでだろうな、逮捕されたからかな。まあ、よくわからないんですけれども、まあ、立花ね、斎藤に連なる勢力はね、どんな場合であれ一掃されてほしいなと思います。はい。ということでですね、大阪といえばということ、関西といえばということで、大阪ダブル選が不要だったと住民訴訟、はい、この人は訴えられています。吉村博文氏に選挙費用23億円を返還させるよう付与提訴ということで、いや、これはすごいですね。誰が考えたんだろう。ですね、ナイスプレイという感じなんですが、応援したいんですが、都構想をやるみたいなことをほざいている、大阪維新の会の吉村博文代表なんですけれども、2月の大阪府知事選、なぜか高市さんと一緒に行われた選挙をめぐって、府が選挙費用として支出した23億円超を吉村氏に返還させるよう求める住民訴訟が大阪地裁に起こされたことが13日分かりました。原告側は都構想が住民投票ですでに2回も否決されているのに、知事選は全く不要な選挙であったと、まあ当然ですよね。誰もがみんなそう思ってたと思うんですけど、同時に行われた大阪市長選についても、結局ですね、まあ維新が当選したので、まあ出来レースとしか言いようがない内容でしたので、住民訴訟をですね、提供するということで、まあ、吉村、横山両氏がそれぞれ大差で再選したものの、知事選の投票数における白票無効票の割合が 10.29% と、前回 1.98% 大きく上回り、中でも大阪市内では 12% 超に上ったということで、まあ、白票って良くない、基本的にね、投票放棄なので良くないは良くないんですけれども、まあ、対抗馬に入れた人も含めると、まあ、相当な数の人が吉村さんと、横山さんに投票するのを拒否したということですね。まあ、完全な税金の無駄遣いであると。で、大阪の公認会計士の男性が訴状しました。訴状で原告側は辞任は首長の権利とはいえ、その行使が著しく合理性を欠いており、住民に多大な財政的損害を与えることが明らかな場合には、裁量権の逸脱乱用として違法となり得ると主張しているということで、なんか斉藤もこれで訴えられるんじゃないかなという気もするんですけど、どうなんでしょうかね。まあ、斉藤に関しては他に法的な疑惑が山の森であるので、そっちで行った方が筋がいいのかもしれないんですけれども、はい、まあどんどん訴えられればいいと思います。不法なことをして税金を略取している人たちなので、はい、この動きを応援したいと思います。いや、大阪からこの動きを動けるのはすごいですよね。よく考えたなと思います。大阪の選挙、これに限っては白票意味を持った類まれな例でしたね。いや、だから大阪の人たちすごいんだよな。なんで維新なんやっていうなんかごめんなさい、言いたくなっちゃうところはあるけど、大阪の運動には本当リスペクトしてます。はい。そして沖縄の話ですね。はい、地方政治の話次々行くんですが、中道の矢良さんと新垣さんが、沖縄知事選で玉城氏の支援、離党は排除しませんということで、正式に、まあ当たり前なんですけどね、支持を表明しました。中道改革連合の沖縄3区総支部長の矢良さんと、新垣邦夫氏は、玉城デニー氏を支援する考えを表明しましたということで、まあ当然のことなんですけど、なんでこれがニュースになってるかというと、はい、決められない政治は信頼を失う中道の知事選対応を批判ということで、玉城デニー知事が13日、中道改革連合が9月13日投開票予定の知事選、まあ今ですね、辺野古事故の件で、まあ玉城さんすごい逆風が吹いていて、まあ玉城県政が終わるのではないかと、オール沖縄がついにね、終わるのではないかという、まあ瀬戸際の今、選挙になるわけですよ。で、それなのに党として支持する候補を決めないと、の方針を中道改革連合が示したことを受け、決められない政治というのは国民からすると一番その政党に対する信頼が持てないということになってしまうと批判しました。はい。当たり前のことだと思います。なんでここでデニーさんを支持しないのいくらなんでも政治センスなさすぎじゃないですか。いや、ここは支持しとくべきとこでしょう。ね、って思うんですけどね。単に打算だけで考えてもそう思うんですけど、私間違ってますかね。まあ、これでデニーさんがね、
いなくなっちゃったら、本当に沖縄のね、リベラル勢力終わりだと思いますし、二度と自民党から取り返せない可能性だって出てくると思うんですけど、それでいいんですかね。はい。ダメな方の大阪弁って言われるから、いやいやいや、そんなことないっすよ。全然。ちゃんとね、意思を相対化できてる人はね、ちゃんとしてると思います。大阪の民ですが、なぜに維新を支持するのか分かりません。なんでか自民党に票を入れるのは嫌だから人心に入れるみたいな人もひしやほや見かけますが、議員さんの人柄が好きだからというふうに共産党の議員さんを応援する人もいっぱいいます。そうですね。だから共産党さんすごい人気あるように見えるんですけどね。なんかよくわからないですが。はい。そしてまあ、藤原紀香さんなんですけど、すでに中道を離党してます。矢田さんは安住前幹事長からは辺野古を認めるか、あるいは賛成反対を示さない曖昧な態度を取るべきだと言われた。安住さんは全国の候補者が迷惑を受けている沖縄の問題でと言われたと話している。中道改革連合が沖縄問題で破綻するのは必然でしたと。はい。以上ですね。そして、米兵が児童ポルノを所持、嘉手納除隊、懲役20ヶ月沖縄ということで、なんか矢継ぎ早に言ってるんですけど、何をどうしたらこんな奴らの軍隊を支持できるんですかね。私は理解できません。在沖陸軍兵で米軍嘉手納基地に配属されていた上等兵の男が児童ポルノ画像の所持の罪に問われたそうですが、なんか性犯罪をコンプリートしなきゃいけないノルマでもあるんですかね、この人たちには。もう嫌になるんですけど、本当に。だからこういう連中にずっとね権利を侵害されているのが沖縄の人たちであって、その現状が直ちに変わらないとしても、今回ですね小蛇側を支持するなんて私はありえないと思うんですよね。ありえないです。はい。何度考えても絶対ありえないと思うんですけど、まあですね、小泉さんは怒らないんでしょうね、きっとね、こういうことにもね。はい。ということで、まあこの隊員はすでに処分はされているそうですが、まあ他にはですね、神奈川では、米兵が、市街地に向けて小銃を向けていたことが分かりました。今日の神奈川新聞が報じております。銃口は観光地でもある第三橋などに向けられていました。軍事組織が本物の銃を私たち市民生活の場に向けるこの異様さ、権力差に怒りを覚えます。昨年は横須賀の反戦パレードを米兵が自動小銃を構えてイエローラインを越えて基地の外の行動上を警備する事案が起きましたと、いうことでですね、横浜ノースドックで複数の米兵が州街地に向けて銃を構えていたそうです。いや、本当ね、なんで排外主義者の人は日本から出て行ってくださいって言わないんでしょうかね、これは。はい。まあ、沖縄でもしょっちゅうやってるんですよ、でもこの人たち。時々バレてますが、基地からヘンスのこっち側を向いてる人に銃口を向けて撃つふりをしてますね。ネトウヨさんに言わせれば、日本を守るために訓練で日本人を標的して射殺する練習をしているのだからありがとうということなのかもしれませんけどね、ということでですね。だから日常的にこういう人たちに接している人たちの恐怖を少しは想像した方がいいんじゃないかと思いますよ。はい。ですね。ですね、だから、流体に関してだから、もちろん性思考やって、告白させたりするのはハラスメントなので、それは絶対できないですよ。それは絶対できないですけれども、性犯罪をしないでくださいという話ですね。はい。だからなんで維新がいいと思っちゃうのかな。在阪メディアは維新のめちゃくちゃ持ち上げてるのはそうだと思いますね。はい。ということでですね、こういった人たちは許せませんし、ですね、中道がなんかデニーさんを、支持しないとか、私は本当にありえないと思うので、今からでもいいから、本当考え直してほしいですね。終わりですよ、マジで、こんなの許してたら。はい。だから大阪がね、結局、まあ、維新の人たちに、まあ、議会とか占められてしまってますけれども、沖縄でそうなってしまったらですね、はい、左派が勝てるところがないんじゃないかと思うので、まあ、本当深刻に考えていただきたいと思いますね。はい。そうですね。明日憲法審査会で日付変わってしまいましたが、国民投票法案が、決めるということなので、いやー、もう勘弁しろよという感じですが、はい。ね、はい。まあ、地方の方ではね、ただ、まだまだですね、リベラル派が勝てる余地があるので、はい、頑張っていきたいと思いますよね。はい。ということで、北海道の話なんですけど、アイヌヘイトを止めよう、パネル展巡り市民集会、公然暴力だということで、アイヌ民族の差別問題を考える止めようヘイト市民集会が13日、札幌市内で開かれました。アイヌ民族に部別的な表現を使うパネル展が札幌市が管理する札幌駅前地下航空間、通称地下歩で開かれた
ことを受け、市民による実行委員会が企画され、約200人が参加しました。いや、なんかね、会場すごかったですね。200人以上いたんじゃないかな。座る場所がなかったですね。違うのパネル展は、アイヌ民族の先住性に疑義を要するという、ヘイトそのものの内容だったんですけど、和人への同化政策を、進める根拠となった北海道旧常人保護法をアイヌにとって至り尽くせりの法律などという意味不明な主張をしていまして、保守党の小野寺勝っていう人が絡んでるんですけれども、マーク・ウィンチェスター先生ですとかね、TBS とかのドキュメンタリー見てくれてる人はわかると思うんですけれども、北海道で反対の動きをしてくれてる人たちが講演をしてくださいました。中でもね、結構あんまり受けてなかったけど、大事な話をしてたのが、この右端の島田先生っていう、表現の自由に関する専門家の方でして、要は、やっぱり、島田先生の立場からすると、ヘイトスピーチ規制っていうのには、やっぱり行政の検閲に差し当たる場合には憲法違反になるんで、慎重にならなきゃならないっていう立場だということなんですね。若干ブーブー言われていたんですけど、ただね、ただ彼曰く、それでも差別禁止法っていうのを制定するためには各地で差別禁止条例の積み重ねがあって、例えば札幌市ないんですよ、恥ずかしいことに。強制条例というですね、ヘイトスピーチ解消法みたいな何の罰則もない、みんなで強制していきましょうみたいな条例しかないんですけど、強制条例でもないよりマシだけど、差別禁止条例をまず作りましょう。差別禁止条例を作った上で、ヘイトスピーチ禁止法を求めますっていう風に運動していけば、条例規範があった上でヘイトスピーチを禁止することになるんで、直ちに表現の自由への規制っていう風には、おそらく憲法とか法律の立て付け上もですね、公益に資する、公共の利益に、資することが明らかなので、おそらく議論の余地がないだろうということでですね、やっぱり地方で作ってるそういう条例とか法律っていうのはとても大切だというような、お話をされておられました。はい。なのでですね、札幌市はガイドラインで無理くり全部公共施設の利用はやめさせようみたいなことを、だからイージーな方法で片付けようとしているので、本当ずるいんですけど、札幌市ってそういうとこなんでこれからもちょっと言いますが、島田先生はやっぱりそのやり方はね、あんまりよろしくないと。まずは差別禁止条例作れというふうなことをおっしゃってましたね。はい。ということですね。報道特集見ました。いや、ないんですよ。本当差別禁止条例。作れよって話ですよね。本当に。だらしない。何がだらしないかというと、札幌市なんですけど、札幌市の第三者機関が初会合、冒頭を除き非公開にということで、パネル展を受けてですね、会合を開きました。市の第三者機関が、アイヌヘイトどうするかということで、公正で円滑な議論をしようということで言ったんですけど、なぜか非公開にされまして、しかもですね、憲法や法律を専門とする大学教授と弁護士の人たち、これ名前確か明かされてたと思うんだけど、さっきの会合で、アイヌ民族の人たちは一人も含まれていません。ダメじゃん。やる気あんのかっていうですね。皆さん怒り心頭でした。傍聴に来たアイヌ民族の山下さんという方は、報道特集に出てた方です。秘密に議論したいことがあるんだったら、疑いますよと。アイヌが不在の上に市民も不在で、どうしてアイヌに関する施策の議論ができるんでしょうかということですね。はい。山下さんがお元気でいらっしゃるうちになんとかせえやって、もう本当に頭きてしょうがないんですけれども、はい、ですね、アイヌ民族が不在でそういう議論をするというのはありえないと思います。はい。大阪市には一応ヘイトスピーチ禁止条例があるんですが、初めて知ったときは大阪府民ながら共感しましたっていうですね。そっか、大阪府にはあるんですね。確かに大阪府内で露骨なヘイトスピーチってあんまりないんですよね。確か事案的には。兵庫県とかすいません。関西圏でいっぱい起きてるイメージがあって、偏見ですね。申し訳ない。川口市とかもひどいですけど、でもやっぱり差別禁止条例あるなしとではね、やっぱ違いますからね。やっぱり法律とかで訴えたりするときに、効力が全然違うわけですよね。
ね。だから、条例を根拠に、もちろんヘイトスピーチの被害に遭ったっていうことで、例えば民事であったり、刑事であったり、訴えられるので、はい。だから、そういったためにもですね、北海道なんだから、アイドルヘイト禁止条例ぐらいあって当たり前だろうって私も思ってたんですけど、ないということが明らかになったので、まあ、この際だからですね、すべての人種差別、すべての差別を禁止する条例を作るべきだと思います。はい。ということで最後に一つ、まあなんでこういう地方政治が大事なのかっていう話なんですけど、まあやっぱりリベラルなね、勢力としては今なかなか国政で勝てないっていうところももちろん、そういう実質的な理由もあるんですが、日本のダメなところは要生産性でしょうと、労働生産性が常に G7 最下位で労働投入に対するリターンが低すぎ、なのに弱肉強食が低すぎて制度外部性のある投資をしない、故に地域格差が生まれす東京集中になり地方から離れられない人材の生産性が上がらないと。まあ、地方格差をね、差別だとして是正する人がまともにいないので、こういうことがまかり通ってて、よりですね、ネオリベ的な勢力が伸長したり、参政党がなんか地方で議員になったりする要因になってるわけですよね。多くの国は公立専門学校があり、多くの専門家を輩出し、プロが効率よく仕事をして、それなりの給料を与えてます。日本は、すいません。ただご教科ができるだけの専門家が低い、営利性が低い大学生を平から成り上がった上司が仕事を与えるという、まあ昔のスタイルだから効率が悪いです。海外は在学中に長期現場実習で単位を取り、卒業した時点でプロです。上司だって成り上がりではなく資格を持ったプロです。賃金も地方や男女差がなく能力制です。同じ仕事なら地方でも同じ賃金です。むしろ地方の方が人手不足のために給料や条件を上げてくれるところもありますと。能力主義は能力主義で問題があるんで、何でも資格がなきゃいけないとかっていうのは、それはそれで問題があると思いますけれども、やっぱり日本のね、この最大の問題は、だから、地方に行けば行くほど男女差別がひどいとか、まあ、当然ながらね、掃除差別もひどいし、人種差別もひどいわけですよね。だから、そんなところで安全に仕事できるかっていう話だし、まあ私もね、自覚はなかったけど、やっぱり障害者としていじめられてきたので、はい、やってらんねえよっていう感じで、まあそれだったらね、せめてもうちょっと暮らしやすい都会に行こうってなるのは自然なことだと思うんですよね。はい。なのでですね、やっぱり地方から差別をなくしていくっていうことが、まあ結局ですね、地方振興とかにも、まあ結果的にですから、経済がっていうつもりはないですけれども、ですね、すべてにおいてつながってくるところなんじゃないかなと思います。大阪市にヘイトスピーチ条例がある。そっか、鶴橋の件があるからか。はい、そうですよね。在特会があれやったら鶴橋ですもんね。そうだ、そう。そのイメージが、強いのでちょっとびっくりしましたが、そういう事案があったのでした。はい。まあ、在特会については今回取り上げませんが、皆さん、そういう凶悪なね、団体が10年ちょっと前にはいて、まあ彼らはね、まあいろんなカウンターの人たちの活躍とかあっていなくなったんですけれども、結局より凶悪な、まあ、なんかソフィスケートとされた参政党みたいなやつらが現れたりとか、ね、参政党に在特会の残党とか結構入ってるみたいなんですよね。はい。なのでですね、まあ人種差別はですね、ありとあらゆるものを破壊するので、はい。もちろん全ての差別に反対していきたいと思います。はい。ということでですね、すいません、ちょっとギリギリまだ3時間じゃないけど、はい、深夜になってしまいましたが、お付き合いありがとうございました。ということで、いつも通り最後はですね、抵抗はしせずということで、各所の抵抗運動について取り上げて終わりにしたいと思います。そうですね、都会だとやっぱりマイノリティの人たちがつながりやすいから、よりそういうのがね、条例とか制定しやすいというのはあると思うし、まあ北海道でもね、やっぱり札幌市がちょっとそういう意味では特別だというのはあるとは思います。はい。なのでそこのところは自覚しておきたいなと思いますね。はい。はい、ということで、ちょっと音楽は出せないですが、動画流します。この映像なんですけれども、AI が作った偽画像とか、まあ、昔の映像をね、今に持ってきたりするっていうのが最近流行しているので、一応確認させていただいたんですけれども、今年の2026年の FIFA ワールドカップの映像です。
はい、インドネシアは沈黙しない。勇敢なサポーターが試合の最中に乱入し、皆の前で誇り高くパレスチナの旗を掲げました。抑圧と脅威にもかかわらず、インドネシアの人々はパレスチナへの揺るぎない連帯を示しています。インスタンドや通りで何千人もの人々が声を上げ、パレスチナのフラッグを掲げています。一部のアラブ諸国が沈黙を守ったり、膝を屈したりする中、インドネシアは、連帯の最前線に立ち続けていますと。人々に完全な敬意をということで、やっぱりなんかプラボーさんみたいな人とインドネシアの人民はかなりの差がありますよね。これを見ていると。すごいっすよね。サッカーサポーターの人がこんなことするんですよ。素晴らしい人たちだと思います。はい。いや、試合中大丈夫じゃないと思いますよ。多分、連れてかれたんじゃないですかね、どっかに。はい。だからね、にもかかわらずね、抗議活動をするということをして、まあ、場を沸かせたわけですよね。はい。まあこれはね、もちろんルール違反ではあるんです。厳密にはね、ルール違反ではあるんですけれども、はい。まあインドネシアサポーターの人たちがどんな人たちかっていうのはよくわかるんじゃないかなと思いますね。そうですね、非暴力服従ですね。よくよく見るとなんかいろんな人に追われてるんですよね。これ、審判の人っぽい人とか、ほら、捕まえろみたいになってるけど、めっちゃ逃げてますよね。足速いんだよな。はい。ちょっと元気の出る映像でしたね。そしてちょっとすいません、これなんか差別用語で言ってるらしいんですけど、なんか私は読めなかったんですけど、トルコ語で、いや全部抜きにしてこいつからゴール食らうなんて恥ずかしくないのへへーみたいなことを言ってて、これオーストラリアのジャクソン・アーバインさんっていうキャプテンの方らしいんですけど、まあ一目瞭然ですよね。レインボープライドのですねこれを湧いてて、まあ、パレスチナ連帯派でもあるそうなんですけれども、あなたたちがそういうね、なんか同性愛者の人に対するこれ侮辱語らしいんですけど、これもトルコ語からの翻訳です。読んで侮辱しているその人は、ガザの人々への支援のための寄付に参加し、同一労働同一賃金デモに参加し、LGBTQ+ の権利のために戦い、あらゆるグループの権利を擁護しているような人で、お前らみたいなファシストじゃねえんだよというですね。トルコも権威主義のエルドアン政権が長らく続いてるんで、クルド人の人たちへの差別とかもひどいわけですけれども、やっぱりなんか右の人たちと左の人たちで相当に差があるなといういやわかんないですよ。思想的にこっちがこの人の言うようにファシストでこっちがリベラル派なのかはちょっとわかりませんけれども、はい、アンティファだと言ってますね。はい、やっぱりですね、こういう風なカウンターの動きがないと、日本はね、やっぱ全体的にそういう国だっていう風に思われちゃうと思うので、まあ私も少し SNS とかでは反論していきたいなと思います。いや、しかしこの人なんかキャプテンらしいんですごいですよね、オーストラリア代表チーム。私もなんかこういう人がキャプテンだったら普通に素直になんかジャパンを応援してた気がするんですけど。知らない選手だったんですけど、まあ普通にね、レインボーのね、腕章をして、戦ってるのはすげえと思います。はい。社会活動などにも熱心な方だそうです。ネイルもいいですよね。はい。すごいおしゃれだと思います。素晴らしいね。ネイルも素敵です。巨悪な成果で社会正義を訴えるためにはルールを破らないといけない時もあります。ちなみにただ彼は、異性の方と結婚しているそうです。一応言っておきますが。韓国のサポーターもパレスチナ国旗を掲げてたよね。なお日本サポーターはゴミ拾いをする素晴らしい道徳を披露。だからゴミ拾いはもはや道徳じゃないっすよね。なんかなんだろう、ルールに何でも従えみたいな人たちなのかなっていう風になっちゃうんですけどね。ちゃんと道徳感を示してるところが見せられないとそうなりますよね。タトゥーがいかついですけどね。はい。いやーでもなんかな、こういう人がリーダーだったらなんか全然ジャパンのイメージが変わってきてたと思うんですけど、いないんだよな。そう。まあ、タトゥーもね、やっぱり、日本だと偏見が強いですけど、ヤクザの人たちがいるので、海外では普通ですからね。まあ、普通って言い方もおかしいか。あれだな。最近なんかね、日本語の限界を感じてきているんですけどね。どうなんでしょうね。でも、タトゥーはね、自己表現の手段としてやっぱり使われたりとかね、するので、はい。やっぱ一概に否定する文化ではないかなと思いますよね。なのでね、オーストラリア代表がまあみんなこんな人たちではないのかもしれないですけど、やっぱりこういう人が一人いるのといないのとなんか違いますよね、雰囲気がって思いますけどね。
そして今日は、ニューロダイ、今日じゃなくてもう昨日になっちゃったけど、ニューロダイバーシティプライドの日でした。ニューロダイバーシティ運動は、診断か未診断かに関わらず、社会の、普通の、こういう言い方が良くないですよね。反省します。普通の脳のあり方の規範によって苦しめられている人たちの全ての人たちのものです。ニューロダイバージェントを名乗るのに診断は必要ありません。診断済みか未診断かで分ける態度を批判することもニューロダイバーシティ運動によって大事な運動の一つになっています。困っているなら困っているのです。無理なものは無理ということでですね、漫画家のですね、おさむさんっていう方なんですけど、人間の脳や神経の多様性をお祝いするイベント、ニューロダイバーシティプライド2025、これは去年の記事かな、が7月に開催されました。発達障害や知的障害、精神障害などの人々の権利や平等、尊厳を求める運動のことだそうです。性暴力の問題での重要な要素として、ノーミーンズノー、相手の言動に対して嫌だ、ノーだと拒絶を拒否したものは、ノーだということですね。はい。だから佐野海舟さんもノーだって言われたはずなんですけどね、私はこれを並行させて無理 means 無理という言葉を作り同時に広めていきたいと思っています。私はうつ病とパニック障害を抱えています。これら精神疾患に対しての偏見は少し減ってきたように感じることもありますが、うつ病なんて甘えだ、やる気の問題だ、怠けているだけだっていうですね、カラスマは先延ばし偏見を何とかしろと言われても、無理なものは無理です。皆さんちょっと動画を待っててください。でもね、大体追い詰められないと何もしない人間なので、無理なものは無理です。はい。はい。衝動性強いのはね、生まれつきなんで、はい。無理なものは無理。あくまでも、その自分のね、特性とかを理解しながら、あまり苦手なことはね、やっぱり無理してやりすぎないようにしていきたいなと思います。はい。無理ミンズ無理めっちゃいいですよね。佐賀が萎縮している上に、ひたすら行儀の良さを気にしている日本とはやっぱ違いますよね。いや、羨ましいっすよね。はい。もちろんオーストラリアもいろんな問題はありますけれどもね。明確で分かりやすい表現いいですよね。日本のスポーツ、無理ミンズ無理いい言葉です。日本のスポーツ選手はマイノリティの権利擁護的な社会運動を積極的にしている人は少ない感じがします。そうですね。なんかそこも残念なとこですよね。なんでしないんだろうな。お金持ってるのに。いや、めっちゃいい言葉ですよね。積極的に使っていきたい。はい。無理といえば、はい。ということで、無理やりつなげていくんですが、気候変動の対策はですね、もう、待ったなしの状態になっております。今年の夏も暑いですよね。福島のゴルフ場がいつの間にか6万3000枚のソーラーパネルになってました。求めていたのはこれだよ、人が求めていたのは。だから、ゴルフ場とか全部こうしてしまえばいいんじゃないですか。だってもう自然破壊されてるんですよ。自然破壊されてるし、大体荒れ地になってたりするじゃないですか。廃棄されたゴルフ場って。で、ポルトガルのこっちで映像らしいんですけど、の大手エネルギー企業の仕事らしいんですけど、再エネ子会社が、2026年5月で福島市の、ゴルフ場跡地、福島カントリークラブに、建設した大規模光発電所の稼働開始を発表いたしました。東京ドーム約12個分にあたる60ヘクタールの広大な土地にこのようにですね、ソーラーパネルを敷き詰めております。はい。いやー、自然破壊にもならないしね、いい案だと思いますし、日本にこういうね、放棄地みたいなね、ゴルフ場跡地みたいなとこって結構あるんじゃないかと思います。はい。温暖化と環境汚染、健康被害の原因になり、毎年数十兆円の国益を垂れ流し続ける化石燃料などを使うよりも、ゴルフ場跡地を再利用するメガソーラーの方が倫理的にも経済的にも環境的にもはるかにマシだということでですね。はい。あなたにできることは私には無理。これが分かってもらえないって。なるほどですね。それが本当悩ましいですよね。そう。だから特性があるんだから、無理だっていうことをやっぱり伝えてね、ただそれをね、本当できるみたいなことを言うのはね、ハラスメントなので、はい。辛いですけどね、やっぱりなんだろう、折れてしまうとね、パワハラされるので、はい。そこはね、しっかり訴えていきたいところですよね。自分はイラン選手団の手腕終わりのアメリカ退去にショックを受けています。はい。いや、本当ね、アメリカはね、本当に、もう罵倒しか出てこないですけどね、もう二度と FIFA とか開催しないでほしい。いや、もちろん私は FIFA 自体に反対してますけれども、もう、人たち、だから国際大会とか参加したり、発表する資格がないでしょ。なんで最初からメキシコとかカナダでやらなかったんですかね。
そう、ゴルフ場ソーラーパネルすりゃいいんですよね。はい。みんながみんな同じようにできるのもおかしいっていう、そうですね。スペース X が宇宙にソーラーパネルを打ち上げられてくれるらしい。そうなんだ。スペース X か。まあ、スペース X の宇宙での活動には私別に文句言ったことないと思うんですけど、でもあれかね彼が宇宙に行く彼は、まあ、なんだっけ、長万長者とかになったらしいですけど、イーロン・マスク。我々から搾取した彼だということを忘れてはいけないと思います。はい。私も動けるタイミングわからないので配信予定が立てられないですが、無理なものは無理。好きな時に配信していけばいいんですよ。はい。なんか好きな時になんかやっていきましょう。いや、私もいつもね、遅刻してますけど、無理なものは無理なんです。いや、ごめんなさい。開き直っているわけではありませんが、ですね、皆さんには今後もいろいろ、お付き合いさせていただくところはあると思うんですが、まあ、あまり無理はしすぎないようにね、していきたいと思います。まあ、普段最近ほんと忙しいからあれなんですけど、ということで、ニューヨークのマムダニ市長、なんかプライド月間になんかしてねえじゃねえかみたいなことを結構言われていたんですけれども、ニューヨーク市庁舎でのプライドイベントを開きました。ジェンダー肯定医療サービスのために1500万ドルをつけると発表、ということで、ついに予算をつけてくれました。まあちょっとマムダニさんの動き遅かったのがあって、プライド月間なのに何もしないのってお前口だけかみたいなことを結構言われて、厳しく言われてたんですけど、まあ、岸本区長と同じでですね、やっぱり金を動かすのには、かなりやっぱり彼の権限だと時間も手間もかかるし、人も説得しないといけないので、厳しかったんだろうなと思います。でも、ギリギリ間に合ってるんで、まあ、なんとかなってるんですよ。頑張ってる。頑張ってるので、そこは応援してあげたいですね。はい。政治家がプライドイベントを使って本当の変革と進歩を発表できるとは気づきもしませんでした。私たちは最低限のものさえ受け入れるよういつの間にかならされてしまっているのですということで、まあ、区とかね、市政がこういうことをやるのは本来当たり前のことです。お金持ってるんだから。はい。今まで予算ついてなかったのがおかしいんですよ。はい。ということですね。みんなタイミング合うときに自由に緩くでいいですね。自分を削らなくてもいいと思います。配信予定あるとユーザー的には嬉しいが、予定のない配信だってあるという方が嬉しいやろうということですね。いつも告知出しで配信を始めます。いやでも、カラスマさんは締め切りないと動かないのか、まだですかって言った方がいいのか。まだですかはね、いい時と悪い時とかありますね。追い詰められてる時に言うとね、うわーってなることがあるので、はい。ちゃんと手続き踏むとどうしても時間かかるでしょうし、そうですね。なかなかスピーディーにはいかない。やっぱりファクトチェックはね、今時間かけてるので、はい。マムダニさんはね、なんか本当民主党が妨害してんじゃないかって思うんですけどね、でも彼絶対口が裂けても言わないし、まあそういう人だからまあ多分明かされることは当面ないだろうなと思いますけど、やっぱりそれぐらい私アメリカ民主党を信用していないのでね、中道改革連合かアメリカ民主党かって言われたらね、クイズに答えられない自信があるぐらい信用してないんですけど、はい。はい。まあ、アメリカ民主党はもっと左に寄るべきですしね、中道改革連合は立憲民主党に改組すべきだと思います。はい。ということでですね、韓国のソウルクイアプレイドパレードが、ですね、実施されました。イエーイということでですね、いや、これは本当元気の出る映像ですね。音楽ちょっと著作権違反になるので流せませんが、めっちゃゴリゴリの音楽かけて踊ってますのでですね、レズビアンネバーダイって書いてあるのかな。いや、すごいと思いますね。だってこの人たちアマチュアの人でしょ。プロの方じゃないよね。はい。ということで、こんな感じでですね、ゴリゴリダンスを踊って、ですね、権利の主張をされていたそうでございます。このフロートは大人気で、さすがアイドル国家韓国というですね、はい。まあ、かっこいいですよね。ですね、締め切りがないの動けないの全人類そうではバウンダリー欠場アメリカのトランスユースたちがニューヨークに逃げられますように十分な国際支援を受けられますようにというですね、レズヒーローズ、あ、そうなんだグループもどうだったっけ。韓国ずっとかっこいいですね。動く車の上でこのキレッキレの動きすごいですよね。いや、ほんとすごい。ただ、まあ一応プラカードがちょっとヘイト注意なんですが、こいつらじゃねえ、失礼。邪魔する奴らがいたんですよ。だからこういうね、素晴らしい人たちをね、邪魔するなんてとんでもない話なんですけど、なんか同性愛反対派みたいな人たちが、まあ、韓国には残念ながら結構いるので、
まあ、現れたわけですよ。プライドパレードにも。どんな輩だと思ったら、はい、こんな感じでした。はい。いや、この確かにセームセックス反対みたいな、なんでしょうね。プラカー自体は、確かに同性愛反対みたいなこと書いてあるんだけど、まあこれ韓国語でね、フロートに乗ってきた方ですかみたいな。実際なんかこの、お立ち台の上に乗ってですね、この、ですね、なんかパツパツの制服を着て、なんか現れるというですね。いや、多分軍国主義みたいなのを表現したかったんでしょうけども、マチズモを強くて正規範に忠実であろうとする人たちが、なんかすごくゲイっぽくなっていく現象は世界共通なんですねということで、なんか三島由紀夫みたいになってしまうという珍事がありました。はい。実際なんか本当に悪質な嫌がらせみたいなことやってきた連中もいるらしいので、もちろん笑いで済ませてはいけないんですが、これはちょっと確かに、まあなんか微妙な空気になっていたみたいですね。あ、いいじゃんみたいな。あれだよねって参加者の人だよねみたいな。なんかどっちだかよくわかんないみたいな状況になっていたそうです。はい。ファッションいろいろ言われたやつってですね。対抗してる側の感のある対抗ステージ、そう。だからね、無理やり対抗してるんだと思うんですよ。だからこういうのに対抗したいもんだからわざわざこういうのを着てきたんだと思うんですけど、なんかますますもって参加者にしか見えないっていう。まあなんか、まあみんなこんなんだったら平和なのかもしれないし、まあでもプラカード掲げてんのはダメだと思うし、まあ和解していただきたいなと思いますね。はい。先ほどの韓国の女性グループ気になる方は検索してみてください。あ、そうか。ごめんなさい。なんかプロのグループだったのかな。すいません。なんか勝手に、知らなかったもんだから決めつけてしまった。失礼いたしました。ゆうかさんおやすみなさいませ。もうちょっとで終わります。若い子に更新されてた動画はグロかったです。そうですね。なんか更新とかさせて、の真似とかさせてたのはね、グロかったですね。はい。反対してるのにね、同じ土俵に上がっちゃってるのはね、ほんとウケるんですけど、ウケるって言っちゃダメか。はい。ですけどね。まあ、ただね、こういうのを操ってる人たちは本当悪質だと思うので、はい。どんどんね、韓国でも日本でも同性婚が早く実現されなきゃいけないなと思いますし、まあ、反対勢力の政治家とかはみんな倒されるべきだと思います。はい。ということで最後、荻上チキさんなんですが、ソウルクイアパレード2026に行ってきました。30度を超える暑さにも余計な増にも負けず、たくさんの声が積み重なっていました。多くの友人と会いました。亡くなった友人のことを思いました。たくさん泣きました。明日につなげをつなげてやると思いましたということで、非常に思い思いのね、旗とか掲げられている、画像が掲げられているんですが、ですね、先日、コズミックオイルシスターフットの実況の方でも、ちょっと話させていただいたんですけど、フェミニストの小山恵美さんがご逝去されました。改めて心より慎んで哀悼の意を表したく思います。6月11日、小山さん、こと小山恵美さんが、米国ワシントン州シアトルで亡くなられました。恵美さんは最後、彼女のご家族や大切な人々に見守られながら旅立ちました。恵美さんは長年にわたりアクティビストとして性暴力や DV の被害者支援や性産業従事者の支援、インターセクシュ当事者の権利向上、クイアトランス当事者の解放運動、日本軍慰安婦問題の解決に向けた運動、さらには国際養子をめぐる問題の提言活動など幅広い活動を展開しておられました。それに加え、書籍、論文、雑誌記事の執筆、そして様々なオンラインでの発信によって彼女の拠点である米国内はもちろんのこと、米国以外の活動家、研究者、マイノリティ当事者によっても大きな影響を与えましたということでですね。はい。いやー、なんか本当、私がなんかね、10年以上前から存じ上げてる人だったので、ちょっと衝撃を受けたんですけど、未だになんか信じられないというか、実感があまりないのですが、ですね、非常に多種多様な、レビューですとか膨大な書評をですね、ネット上に残されておりますので、興味ある人はぜひ目を通してみてください。ミコやシスは現実のものだ。たとえ説明の仕方が不用意だとしてもという、これ2013年の、論文が元なんですけれども、そもそも思
シスジェンダーっていうのは何なのかと、いうことを小山さんは解説されてました。シスジェンダーというカテゴリーは白人性や健常身体性と同様に権力や特権との関係から定義させられなければなりません。多くの人は白人性や健常身体性とは自然なカテゴリーであると考えがちです。しかし人種主義や健常主義の歴史に関する研究はこれらが社会的に構築されたカテゴリーであることを明らかにしてきました。例えば過去数世紀の間にアメリカにおいて誰が白人とみなされるかの基準は変化してきました。例えば障害の理論について理解されているように、障害もまた身体精神的な差異損傷の社会的意味です。ある損傷を持っている人の直面する障害の程度や有無は歴史的に程度や技術の変化によって影響を受けてきました。同様に子孫もまた権力と特権に関わる歴史的政治的カテゴリーとして理解されなければなりません。小山さんは以下のように解説しています。私の考えではシスジェンダーの人々とはジェンダーが割り当てられた性別と一致している人や性別違和に苦しんでいない人のことではない。シスジェンダーとはトランスフォビアにとって定期的に苦しめられていない、もしくは苦しめられる可能性を考慮しなくても良い人々のことを指すべきだと。つまりマジョリティのことだと言っているんですね。はい。なんかシスは差別語だとか言ってるわけのわからない人たちが一部に未だにいますけれども、この定義はですね、正しいと思います。まさに特権なわけですよね。だから白人とみなされるのは誰かって別になんでしょう、ドナルド・トランプだって生まれた時に自分のパスポートに白人って書いてあったわけじゃないんですよ。しかし彼は白人性を持っていて、で健常身体性も持っていて、男性性も持っていたと。だからマジョリティ側であるっていうふうに見なされ続けているわけじゃないですか。でもそれが特権であり権力そのものなんだっていうことを、ですね、小山恵美さんはちゃんと解説されてるんですね。当然のことかもしれないんですけれども、改めてやっぱり言われるとそうだよなというふうに思います。はい。だからただのそのトランスジェンダーの逆みたいな考え方はやっぱりあんまり不十分なちょっとね見解だというふうに言われますよね。はい。障害者の逆が健常者ではないので、はい。で、そこにある絶対的な非対称性みたいなのをやっぱり考えなきゃいけないなというふうに思いますし、だから権力と特権に関する構造みたいなのを解き明かすとですね、実際に権力というふうに見なされているマジョリティ側だというふうに見なされているものが、いかに移ろいやすくてですね、相対的なものかっていうのがよくわかると思うので、だからこそトランプとか高市さんみたいな人は、彼女は高市さんは結構マイノリティ的なところもあるけれども、相対化を恐れるわけですけれども、むしろ積極的にね、相対化していかなきゃいけないっていうのが、左翼的な、考えなのかなと思いますね。はい。これは確かにというブッチの話をしてますね。はい。その裏返しの定義がそのままトランスのアンブレラタームの定義ですよね。定義ではなく説明と言うべきだったかもしれないですね。はい。そうですね。トランスジェンダーの方にもアンブレラタームといって、いろんなね、様態があるわけですけれども、シスジェンダーとトランスジェンダーの間にはグレーゾーンが存在し、例えばブッチの女性や女性的な男性はトランスジェンダーではなくてもトランスフォビアを経験するかもしれません。しかしこれはシスという概念の有用性を減らすものではないと。トランスフォビアという言葉で何を意味しているのかというと、トランスフォビアは単に間違った代名詞で呼ばれることではなく、トランスジェンダーの人々の性を奪う暴力と差別と社会的意義を意味しています。私たちの生きる社会にこうした悲劇は実在しており、シスとは現実のものであり、シス特権は存在するのです。現に存在する鉄拳を手放さないために、否定させないためには、シスという概念のダメな定義を問い直さなくてはいけませんということですね。これはよくフェミニストの方々は2020年あたりにみんなこのことを繰り返し伝えていましたね。最近私の観測範囲ではあまり見てない気がします。そうですね。ネットの状況がどんどんひどくなるにつれてね、やっぱりあまりクイアフェミニストの人たちの意見っていうのが流通ね、しにくくなっているところだとは思うんですけれども、やっぱり今の状況をね、考えるとね、小山由美さんみたいな人が言ってたことの方が正しいんですよ。どう考えても。当たり前のことかもしれないですけど、100% 正しいですよ。やはり特権性っていうのがですね、マジョリティ特権のことであり、マジョリティ特権を成立させるのは何かっていうと、暴力、差別なんですよ。はい。だから、ファシストっていうのはね、嘘とか暴力とか差別とかを武器にするわけですから、それに対してね、絶対的に反対していかなきゃならないということかなと思います。はい。
トランスは増殖するし、伝染するというですね、まあそうですね、トランスは増殖するし、伝染するから悪いんだみたいなの裏返しがそうですよね。トランスフォービアを経験するジェンダーノンコンフィグな女性が目立ってきたような気がします。そうですね、やっぱりその、女性側もね、アイデンティティ的には、まあ、シスジェンダー女性であっても、そういったね、表彰的にはですね、そういう女性性を離れたところにいると、トランスフォービアを経験する可能性っていうのはあるわけだし、そうなるとね、やっぱり全ての、シスジェンダー、トランスジェンダー問わない人たちがトランスフォービアに遭う可能性があるっていうことで、それを意識する可能性というか、それを意識しなきゃいけないっていうのがマイノリティ性であるわけですよね。はい。そうシスとランス関係ないんですよ。だから、まあ、ありとあらゆる人にインターセクショナリティの考え方だと、ありとあらゆる人に弱みがある。で、マイノリティ的な側面があるわけですよね。それを否定するのがね、やっぱりマジョリティ側の暴力なわけですけど、まあ、そういったね、なんかみんなね、健常者の男性だみたいな考え方にはですね、抗っていきたいと今後も思います。はい。ということでですね、本日も大変長い時間、しかも遅く始めたからもう1時近いということで、皆様、お付き合いいただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくぜひお願いいたします。はい、ということで本日も遅くまでありがとうございました。トランスジェンダーをアイデンティティとしても使うは別としても同じ傘の下で同じ定義を取り合えるはずですね。いや、全くその通りですね。はい。だからまあ、広くマイノリティ側にね、擁護しなきゃいけないっていうのは、そういうところではあるんですよね。はい。だからマジョリティ側を擁護してもね、抑圧に向かうだけなんで、はい。それは右翼の思想ですよね。はい。なので、中道改革連合は早くデニーさんを支持してください。はい。なので、戦争、紛争、虐殺、差別、強権政治、反対という、反差別ということですね。ありがとうございます。ですね、今日来てくださった皆さん、初めて来てくださった皆さんも本当ありがとうございます。また気軽に遊びに来てください。ゲルゲルさんありがとうございます。鈴成さんもありがとうございます。お疲れ様でした。ということでありがとうございました。ということでですね、スケジュール帳には書きましたけど、次回動画が上がってくれるといいな。なので、無理なんでね、過度に無理はしません。はい。なのでですね、ちょっと上げられるかどうかわかんないんですけど、まあ、期待せず待っていてください。19日は普通に配信します。はい。あとですね、土日は、スカーレット・クローバルツでのゲーム配信、メンバー限定配信なども予定しております。しかし、無理なものは無理なので、無理な時は無理せずですね、ちょっと告知していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、行けたら行くの精神でありがとうございます。来たらまた来てください。ということで、皆様お疲れ様でした。おやすみなさいませ。お疲れ様でした。